りがとうございます。話は前日に戻ります。この日リハーサルのため会場入りしたメンバーそれぞれに何やら怪しい男たちがカメラ片手に密着していました。そう、彼らはこの解散ドキュメントの監督たちです。ただ監督といっても普通の監督ではありません。メンバーに慣れ慣れしくスキンシップし、挙句この日発売された彼女たちのグラビアまで持ち出し、ギャーギャー騒いでいます。そう、彼らは自らもパンツを下ろしセックスまでするハメ撮り AV 監督たちです。なぜそんな野蛮な男たちがビスの解散ドキュメントなんぞ撮ることになったのでしょう。その成り行きやいきさつも含めて今からお見せします。アイドル vs AV 監督。そんな異種格闘技戦に入る前に、ここでベースとなったテレクラキャノンボールの歴史をご紹介します。パート1が制作されたのは今から17年前の1997年。監督カンパニー松尾の夏にバイクで旅に出て地方の素人娘とハネハネしたいという単純な動機から始まり、徐々に出演者が増えレースがヒートアップ、ルールも改良洗練され多くのファンを獲得し、さらに新たなメンバーを加え10時間の超大作テイクラキャノンボール2013を発表。それを2時間に編集した劇場版をシャレで公開すると、そのあまりにも奇怪でひとめちゃな人間模様が爆笑と妙な感動を呼び、口コミだけで大ヒット。 AV ファンだけではなく映画ファン、お笑いファン、サブカル好きを巻き込み局地的カットムービーになりました。そんなテレクラキャノンボールのヒットを受け、今回発注されたのがこのビスキャノンボールです。で、ビスさん側にはキャノンボールって伝えてませんので、あくまでビスの解散ドキュメントをみんなで今回撮ろうと。 AV 女優じゃないです、相手は普通のアイドルさんです。同じ人間ですよ。そうですよ。大乱行ですよ。そうですねそうですね 6P ぐらいバコバスですよ。夢のね、そういう気持ちでね、夢の、はい。と大の大人たちがバカのことを言い合いつつ始まったビスキャノンボール。まずは顔合わせがあるようです。始まりますよ。始まりますね。はい。この人がビスのマネージャーの渡辺さん。今回のドキュメントの依頼人です。そもそも渡辺さんは数々の挑戦的な仕掛けでビスをここまで大きくした立役者です。しかしそんな愛娘のようなビスを最後また崖から突き落とそうとしています。大丈夫でしょうか。今回ですね、ビスさんの方が6人いらっしゃいますよね。でなんで6人の監督が個別にマンツーマンで撮らせていただくためにこちらをディレクターを6人今勢ぞろいでございます。そうですね、やっていただいていいですか。せーの、新生アイドル研究会ビスですやっぱちゃんとこうやってくれるんですね素晴らしい。回ってるのでね。顔合わせ終了後、監督陣は自分が取りたいメンバーを野球のドラフトごとく指名することになりました。第一次指名ね。怖いな。で、かぶったらじゃんけん。この選手選択がとても重要な鍵となります。そしてビスメンバーの中で一人だけテンションが上がっている人がいました。AV 好きなリカさんです。一番新しいやついやー、びっくりした。びっくりした。テンポの彼氏みたいな人いる。みどりさん。みんなふーって言った瞬間。ビスの T の人がいたね。柳井さんですね。野外さん。柳井さん。柳井です。野外と柳井じゃ大きな違い。そうですね。ビスメンバーも6人の監督たちに会って一応女子っぽい反応をしてくれたのが救いでしたが、こちらの男たちは真剣です。まるで狼のような目つきで彼女たちを見ていました。リッカちゃんって人気なのかな、人気じゃないの。まあ一番可愛いですよ、やっぱね。そういう次元の前やっぱすごいよね。オッケー。敵か強敵かじゃないんだな。
エッチしたいっていう基準ですか？だってはめるビデオですもんね。そうですとんでもない発言が耳に入ったので、事前に開かれたルール会議の模様を紹介します。ビスのマネージャーの渡辺さんです。渡辺です。よろしくお願いします。今回の元々はこれスペシャワー TV という音楽番組の一つの番組なんです。そのプロデューサーの高根さんです。よろしくお願いします。このドキュメントのもう一人の依頼人、高根さんです。これビスさんのメンバーの方に我々がキャノンボールをやってるってことはバレたくない。すごい綺麗な情熱大陸みたいなドキュメント。そして問題のボーナスポイントです。だからマックスまでもうあるということで言うと、渡辺さん、これ大丈夫ですか？セックスですよ。はい。いやもう基本的に大前提としてドキュメンタリーが回ってると思って撮られるって思えばないと思うので。ないですよね。ないですよね。これはないですよね。ないと思うので、あってもいいかなと。まあないというか、まあそこはメンバー自体が、いや俺もちょっとそこまでバカだったらいいよしていいよとか、いいよ OK を必ずちゃんと得て、まあ絶対ないんで、ないっしょ。ないでしょ。ないでしょ。でもないにしろちょっとハメと手こぎの間のフェラとかも決めときます。はめることを目的でしょ。まあいいや。じゃあ通った人からもう無抽選で決まった人から言いましょうか。情熱的な解散ドキュメントと偽り、メンバーに内緒でハメ撮りを目指すというアイドル界の常識を1億光年飛び越えたとんでもないルールで始まったビスキャノンボール。注目の指名結果です。はい、じゃあ第1回希望選手。はい、タートル今田、プールイ。キャノンボールメンバーの紹介も合わせてご覧ください。決まった人から言うから。タートル今田と申します。プールイです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあご自慢の愛車は？この人がタートル今田さん。AV メーカー浜島の社員監督です。人妻ものを得意とし、その柔らかい物腰と裏腹な強烈ピストンで女性ファンも多い人気監督です。映画も見たし、ビスの映画も多分一番俺がビスについて知ってます。お、さすが。映画見ただけですけど。はい。柳井はじめ。選択選手小庄司めぐみ。なるほどね。まあだからそういうとこ行っちゃうんでしょうね。じゃあなんか意気込みを一人語りしといて。なんすかその髪型は。ビス仕様。この人が柳井さん。同じく浜島の社員監督で、2013年の大会でかなりのハイパフォーマンスを発揮し、一躍ニュースターの仲間入りをした変態男です。音楽も大好きで女の子と仲良くなるのは得意ですが、時たまそのフラットな性格が裏目に出るケースがあるのが心配です。ビズの知識はありません。ビスです。ビズじゃない。ビズって言いました。ビズプランニングで。そう。それ AV プロダクション。ここだけで笑ってるだけじゃない。はい、かぶっちゃった。はい、じゃあ行きます。もしかしてみんな？はい、行きますよ。一番人気か。君はちっちゃいよね。ちっちゃいコンビ。初めて俺目線がしたんだと。そして最初からしゃべくりまくってるこの人は平沢さん。このドキュメントの審判副部長で、メンバーで唯一パンツを脱がずひたすらしゃべりで支えるお方です。ただ今回風邪をひき、自慢の喉の状態が思わしくないのが心配です。ビーバップミノル、てんてんこ、嵐山みちる、てんてんこ。はい、じゃんけん。よっしゃー。ちょっと待って。ちっちゃい子だ。そう、ちっちゃい子。呼びやすいから。名前が。最初はグー、じゃんけんぽい。やだー。てんてんこ。はい。
免許はどうですか？免許変わらずです。はい。ただこの人がビーバップミノルさん。喋り出したら止まらない支離滅裂なマシンガントークと豊富な雑学で相手を自分の世界に引きずり込むおしゃべりナンパ師です。近年のテレキャの効果を目の当たりにしてツイッターに目覚め、見た目以上に余計にややこしい思考回路になっているのが心配です。なんか最後のラジオだって言ってました。みんな出てました。あ、みんな出てるんですか？まあでもなんか声じゃわかんないです。そうだよね。音だけ聞きました。声だけ。誰が誰だかわかんないです。カンパニー松尾ウイカ爆心師山下ウイカじゃんけん。最初はグー、じゃんけんほい。最初はグー、じゃんけんほい。結構いやいや結構の名勝負。最初はグー、じゃんけんほい。ウイカちゃん、オッケー。とりあえずお願いします。かわいそう天候。ちなみに愛車はですね、この人がカンパニー松尾さん。別名松尾隊長です。テレクラキャノンボールの創始者でハメ撮りを得意とする AV 監督です。リーダーっぽい言動で一見しっかり者に見られますが、実は思い込みが激しくおっちょこちょいで勝負ごとに弱い一面があります。じゃあ平野神谷をどうします？話し合いで。誰だっけ？いやもうだから真っ黒の筋肉の子と一応右から2人だ。右から2人。いや希望選択あるんだったらあります。じゃあ言っていいですか？いいよいいよ。僕秋田の子。あ、俺黒の。じゃあ。できまーす。ちょっと窓開けててもいいですか？あ、いいよいいよ。はい、そうか。はい。この人は爆心師山下さん。昔は極悪非道なビデオを撮って恐れられていましたが、人生いろいろあって今は味のある熟女ものを手掛けています。勝負ごとには強く負けず嫌いな頭脳派ですが、今回アイドルに関してさっぱり興味がないのが心配です。何ももう予備知識ないですよ。なしで。もう丸腰でいきます。はい。さすがチャンピオン。全然さすがじゃない。暑い寒い？大丈夫です。大丈夫ですか？はい。状態はいいですか？状態いいです。最後は嵐山みちるさん。AV メーカー HMP の社員監督です。爽やかなルックスのイケメンですが、そのロマンチスト&ブラックぶりは通好みで、普段からイメージものを撮るなどアイドル監督としての経験もあります。普段絶対アイドルとかね見ないでしょ？見ないし聞かないんですけど、今日来る時に CD だけ借りてきたんですよ。で聞きながら来たら結構いい曲ありましたけどね。嘘ばっかり言ってる。心にもない事故るパターンですよね。変に知ったかして。これ面白くなった。よし、じゃあそういうわけで各社スタンバイで。出て左側の方ですね。という解散を控えたアイドルに内緒でハメ撮りを目指すというアイドル史上最もへんてこな解散ドキュメントに入る前に、今回のビスキャノンボールのルールをご説明しましょう。全行程3日間、渋谷から横浜アリーナへのランステージ、そして解散ライブの前後を追う2つのドキュメントステージで争われ、各ステージには基本となる着順ポイントがあります。ランステージで無免許のミノルさんは1人だけ電車移動です。さらに各ステージ共通のボーナスポイントがあります。このポイント争いはメンバーには内緒なので、不自然なボーナスポイントをいかに自然に稼ぐかという妙な交渉力も求められます。逆にマイナスポイントもあります。メンバーからやめてくださいと言われたらマイナス5ポイント、メンバーから渡辺審判部長にクレームが入ったら程度によっては全てが終了、退場となります。最後にスーパープラスポイントもあります。現役アイドル相手にとんでもないルールですが、たとえ
順位が低くても起死回生、一発逆転の可能性があります。そんなややこしいルールのビスキャノンボール、聞いてもわからないと思うので見ながらご理解ください。ようやく第1ステージの始まりです。メンバーたちは先ほど決まった監督たちと横浜アリーナを目指します。そしてこのランステージは必ずご飯を食べなければならない飯ストップルールがあります。メンバーに感づかれないように早食いしなければなりません。なんでキャノンボール知ってるの？私、アダルトビデオが比較的好きで、勉強してる時に、松尾さんの作品がすごい面白いやつ、女優のシリーズとかは見てて、でこの間劇場公開されてたのが行けなくて、2013。この日なぜウイカさんがテレキャの T シャツを着てきたかは後に解明されますが、この情報は現場を慌てさせました。早い段階で向こう側にビスキャノが悟られる可能性があるんですよ。メンバーがキャノンボール T シャツを1人着てる。悟られてもいいんですよ。けど点数が絡んでることさえ悟らなければいいと思うんですよね。それをゲロっちゃうとつまんないんで、ドキュメントだって。そう確かにね、これキャノンのメンバーなんですけど、キャノンではないので、そうですね。すごい嬉しいです。今顔合わせして戻ってきてドラフト会議をやったの、野球のドラフトみたいな。で第一名書いたら一発で取って。あ、そうなんですか。やったー。これメンバーってどう決めたんですか？メンバーって9時で。あ、そうなんですね。9時なんだ。よかった、車だった。ありがとうございます。なんか一人だけ電車っていうので、なんとなく自分な気がして覚悟してました。若干。なんてお呼びすればいいですかね。プーちゃんでいいです。プーちゃんね。いやでもさ、人生ってなんかわかんないよね。俺たちにどう映ってんだろうな、世の中から。怪しいですよね、監督。怪しいよね。ちょっとさ、俺いきなりプーちゃんお金持ってないですよね。お金？すいません、後で返すんで。あ、ここあった、ごめん、なんでもない。知らないって状態で、来ちゃってるからいろいろこう教えてっていう改めて。なるほど。どういう性格なの？なんか普段ぼんやりしてるんですけど、切れるとなんか手がもうわーって出ちゃうんで。出ちゃう？この3日間俺に出ちゃう？手。多分出ないと思います。はい、大丈夫です。でもさ、仮に出たとしてもさ、でもそれぐらい出るぐらいのその関係性は築きたいよね、この3日間で。これはやっぱり喉を守ってんの？そうですね、声枯れしちゃってるんで、良くなったと思ったら潰してみたいな感じで繰り返しちゃって。パンクロッカーみたいですね。アイドルなのに。あ、そっか、アイドルか。気分はアイドルなの？いや、まあなんか何でもいいっていう感じ。自分が何だってあんま思ってない。ドキュメント撮ってほしいって頼まれたんですよね、渡辺さんに。まあそれはもうね、渡辺さんの仕掛けだからさ、永遠で。ただ俺はライブが終わってその子たちがどうやって日常に戻っていくんだろうなっていうのが一番なんか見たいんですよね。今じゃあどんな気持ちなんですか？解散ですか？解散。なんだろうね。いや、本当に解散してんのかなみたいな。解散っていうのはぶっちゃけどういう？そうですね、今なんか、もういろいろ段階を経て、悲しかった時期と、もう楽しみって時期と、今不安だなみたいな感じです。今不安なんだ。今不安でちょっと横割り嫌なんですよ、めっちゃ。横割りが。なんか昨日の夜めっちゃ嫌になって横割り立つの。で解散じゃない。もともとそういう計画で、そういうグループのその活動っていうのは進んでったわけ？そうですね、私は一応去年の5月26に入ったんですけど、その前からそういうのが決まっていて、ちょっと寂しいなとか思うの？思いますね。ビスで3年半で解散なんですけど、3年半ずっとビスにいて、最初から最後までいるのがリーダーのプールイちゃんともう私しかいないんですね。あ、生え抜き選手なんだ、野球で言ったらね。そうですね。分かってる？生え抜き選手。あんまり分からないけど相槌してた今。はい。王将の方がいいかも。じゃあ王将行こう。よっしゃ。
企画として本当に始まったそうです。でもなんか好きなことやりなって言われて、好きじゃないことやっても続かないからって言って、でも趣味がなくて本当に買い物したりとか友達と喋ったりとかさ、恋愛をしたりとか普通だね。すごい普通の子だね。なんかの話でアイドルの話になった時に、急に私が喋りだしてモーニング娘。さんが好きで、その時すごい動画とかをよく見てて。以前は何をしてたの？オーディションの前は大学生やりながらバイトしたり、あとはももクロさんの振りコピユニットをやってたので、それまでは私大学生でちょうどその卒業ぐらいの時に、何も就活とかしてなくて、およそ300メートル先、新鮮町右方向です。って何から流れてるんですか？ビスの曲がさっきからチラチラ聞こえた？聞こえました。ベストアルバムですか？あ、よくわかったね。この信号右です。いや、ビスがさ全然わかんないからさ、もう正直曲も聴いたこともなかったから、ちょっとね CD 借りてこう一緒に聴けたらいいなと思って。ありがとうございます。わざわざ買ってくださったんですか？いやもうまあちょっとレンタルだけどね、気持ち分かってるけどね。でもこの3日間終わって買うか買わないかをレンタルで決めようかなと思ってる。私全然芸能活動にそこまで興味がなくて。あ、そうなんだ。そうなんですよ。私ビスが好きで入って。偽物小屋が好きで、が中学生の時に見て、私もやりたいと思って、どうしようってもうちっちゃいし。しんどかった4年間ですか？楽しかった4年間。楽しかったですね。しんどい時もありましたけど。あ、これ前のメンバーのやつですね。なんかその内分騒動があって、でこううまいこと仲直りができないままにこう行ってしまって。一番最初4人でスタートしたんですけど、一番最初に辞めた子よりも早く辞めようとしてて、本当はみんなとのその思われてる自分と本当のことを言えない、こちら側から見えている事実を言えない時期が一番辛か確かに今辞めても何もならないなって思ってるうちに3年半最後まで気がつけば全然。ああ、いいじゃんこれで。ですよね。それでいいんだ。高校卒業してすぐとかにこっち出てきて、タワレコで働いてて、それでビス知ったんですよ。4月の1日で東京に来たんですよ。初めて上京したんですよ。関西でそれこそ芝居とかなんかモデルまがいみたいなのとかを半分趣味みたいな感じでやってて、で OL やりながらやってたんですけど、ちょっとなんか多分大阪でずっとやっててもつまんないなって思って、これもうちょっとなんか人前に出たいと思って、ビスの前に学校辞めたタイミングで一回アイドルになったんですよ。あ、そうなんだ。でもその理由が対バンアイドルのイベントとかでビスに会えるかもしれない。ビス目的で。そう、ビス目的で入って。自分もアイドルになって。そうですそうです。でそしたらちょうどツイッターでビスのオーディションに出してるのが流れてきて、何しようかなと思って、仕事も別にないし、オーディション受けるかなと思って見てる時にビスを見つけたんですよ。コンさん、今いるメンバーの中期の皆さん分かります？ウイコン、はい、わかります。その時決まってて、その地下アイドルが。そうなんですよ。で受けれねえやってなって、受けれねえや。でもその時に受けてたら多分受かってなかったと思うんですよ。だから初めてその固定メンバーで割と長くいたのがこの6人。そんな入れ替わりが激しいグループだったんだ。辛さってどこの辛さなんですかね。ビス特にみんなで作っていくようなグループだから、例えばじゃあその日のライブ何やるかとかいうのも、み
自分たちでやるし。全然俺が知ってるアイドルの感じじゃないんだね。そうですね、多分。でもある一面ではやっぱアイドルだからやれって言われたことはやんなきゃいけないし、結構みんなやめるきっかけになるのはなんか脱ぐか脱がないかが結構決まってて。そこだけ聞いたわ。だからその PV とかね、雑誌とか、そこでなんかあれだもんね、他のアイドルとのこう気合い、こっちの気合い負けないぞみたいな、こんぐらいの覚悟だぞみたいな。またビスがもう本当全然内容をほとんど知らなくて、ビスというグループの中身はなんかちょっと下品な下ネタとかいう変なロックのアイドルみたいなだからちょっと面白そうだなと思って。いや俺なんか真面目だなって思った。よく言われるんですけど、でもやだ、恥ずかしいからやだです。真面目って言われるのやだの。なんかいやでもすげえとかが羨ましくて、本能で生きる人が本当にバカじゃないですか。もう自分的にはさ、気持ち的にはもうアイドルになりきれてる。なんかでも素ですね、本当に。そんな感じだね。なんかね、いやそうそうまあこう。そうでも楽なんですよね、普通に仕事するよりアイドルですって言ってる方が。あ、すごいこと言った。本当ですか？いや私スタバでアルバイトするよりも。そうですそうです。アイドルなんですよって言ってやってた方が、タオルコで働いてた時とかも、もっとハキハキ喋ってとか、ちゃんと言わないとお客さんに伝わらなんか声が聞こえないからみたいなのとかすごい怒られてたんですけど、なんかアイドルですって言ってやってたらなんか重宝されるし、なんかそう小庄司はそういう人だからねみたいな接客の喋り方ってあるじゃないですか。独特なのあるよね。そうそれは多分言えなかっただけなんですけど、それしなくていいみたいな、ご飯とかも買ってきてくれるしなんかみんなお腹減ったとか割と自由なことを言ってて。お腹減った？ご飯食べようか。行き着く前にね。なんか、デザートがいいです。デザートがいい？デザートでもいいよ。何が好きなの？なんだろう。パフェがいいです。パフェね。パワーあるタイプ？あります。ちょっと力入れてみて。何利き？左利きです。あ、左利き？はい。グッてやってみて。力入れて今。全然伝わってこないよ。あんまりなんか持久力はあるんですけど、パワーがないんですよ多分。だから逆にウエポンとか天候には憧れないですよ。考えてやってるって。私は次の日のことまでは考える。その先は考えないタイプ。目指すところっていうかなんかあるんですか？私が？はい。そうそう。人にはなりたいなと思う。自分が思うね。いやーすごいね、やっぱ人目にちゃんと触れてる人っていうことがかっこいいね。そうです。本当不安なんですよ、ビスがなくなる。家がなくなるみたいな。なるほどね。自分で立っていかなきゃいけないわけだからね。そうなんですよ。自分で着る服とかも決めなくちゃいけない。もともと引きこもりだったんですよ、秋田でも。本当に学校にもほぼその時行ってなくて、今後何をしようかなって悩んでた時に、なんかアイドルグループ組むんでオーディションやりますっていうのをネットで見かけて、それを見て。なんで引きこもりをしてたの？人と話すのが嫌で、なんか年が近い人たちの輪に馴染めなくて、学校でいじめられたりとかっていうわけじゃなくて？なかった。でもどうかな、いろいろトラブルはありましたね、やっぱり昔から。結局ね、人の目にいっぱい触れるって人の目にさらされてるようで自分の目にこう触れるってことじゃないです、さらされるってことじゃないですか。自問自答の時間が人より多くなっちゃう人じゃないですか。すごいですね。じゃあアイドル界のホドロフスキーですね。知ってます？ホドロフスキー。俺大好きなんですよ。
か？今やってるじゃないですか。まあ俺ね、ちょっとこれ俺もすっごいこれに関しては俺多分泣いちゃうぐらいの思いがあるんですよ。予告編見ちゃったんですよ。そしたらやっぱあれなんかね、何でも人生に訪れるものはね、人が去っていくのもイエスだし、来るのもイエスだし、完成しないのもイエスだよみたいな、全部イエスだよみたいな。天子ちゃんを取るってなってるのもこれはもうイエスとも全部つながってるんですよ。そういうことだった。いやよかったわ、ホドロフスキー24でしょ。24で見ちゃうホドロフスキー。映画好きです。いつ見たの？この1年間そのメンバーになってから1年ちょいなんか劇的な変化ってあった？自分でですか？なんか感情がめっちゃ出るようになりました。なんか私普段全然怒ったことなくて今まで人生で、ある意味無関心みたいな感じだったんですけど、なんかビスに入って2回ぐらい激怒したことがあって見たことのない自分と結構出会ったっていうのが一番大きいかもしれないです。料金所です。早いですね。早いよもう。リハーサルの怖いな。まだ時間大丈夫ですか？いやまあちょっと急いだ方がいいかもしれないね。マジで？のんちゃん携帯は iPhone？ iPhone です。のんちゃんに密着する、あ、可愛いね。のんちゃん密着するからさ、はいちょっとこれ僕の一応はぐれた時とかのためにね、はい一応さ、これ僕の番号ね。ありがとうございます。打って今連絡してもらっていい？はい。これでさ、一つこうさ、番号っていう形だけでもちょっと繋がっちゃうね。あ、来た。これのんちゃんの？はい、それです。分かった。じゃあ登録しとくから、それ登録しといて。はい。いいよ、来ちゃって。今もう登録しました。した？早いね。なんて入れたの？みちるさん。あ。いやいいんだよ。それもイエス。そう結婚もね考えたんですよ。あ、そういう願望もある人なのか。なんかいやでも、これもただあれだと思います。引っ越したいんだよねみたいなノリだと思うんですよ。軽っ。結婚したら楽だなって思ったんですよ。今いくつですか？飯食おう、飯。はい。よいしょ。何でもいいよっつうのもあれだけどめったに来ないんですよ。でしょ、そういうとこが見てみたいなと思って。案内を終了します。ここまでの所要時間はのんちゃん早飯とか得意？そんなゆっくりさ、はい。甘くて美味しいねとかって言ってらんないからね。はい。飯行こう。ちょっと俺もこんなチャンスないから。ダメ元で言うよ。ちょっとあーんとかされたら俺ちょっと嬉しいわ。それは忘れない。あ、嬉しい。あ、よかったな。大丈夫か。何がいいかな。これいいですか？チョコバナナ。大きいで。大丈夫か？バッて食える？大きいですね、ちょっと。客観的にいてこう言おうとは思ったんですけど、実際に中に入ってしまうと見えないこととか、自分の感情ももちろんあるから、そういうので心を病んだりする時もありましたね。それどこに対していや通常言われてるのは渡辺君とかっていう。そうですね、それもありましたし、
例えばプールとリーダーと例えば意見が合わなかったりとかすること、別に私はそれに対して反論っていうかねじ伏せることはないと思うんですけど、やっぱそれが例えば嫌に感じることもあったりするじゃないですか、向こうがこう言いたいことを言えみたいなね、あったりとかそういうのもあったりとか、実際私すごい貧乏だったんで、今も貧乏なんですけど、そういうところもありつつ、家の人はさ、こういうアイドル活動をすごい応援してくれてる感じなの？なんか最初やるって言った時に、みたいになって、うちのお父さんはそういうの反対しないんですよ。自分のやりたいことをやりなさいっていうタイプの人で、ただうちお金がなくてみたいな、私にまで仕送りをするお金はないよっていう。で、私がこの入るって言った時に、このぐらい月このぐらいでまあこんな感じですって言われて、あ、これはちょっと生活が厳しいんだなと思って。どういうこと？結構厳しいんですよ。お給料が少ないんですよ。私のね、はい、なるほど。それでやばい、超リアル。そうそうそう。お給料ってどうなってますか？お給料はこの間も渡辺さんが言っちゃってたから、これは言っていいと思うんですけど、この間いつだ、5月時点でまあ月15ぐらい。でもそれなんか15だよとか言ってたんですけど、渡辺さんイベントでその時初めて15もらえたっていうだけの話でそれまで少なかったんだ。それはもうやっとそれっていう感じだったから。お金がない。おかわりのついちゃったね。あ、ついちゃった。ご飯食べなきゃ。あ、食べたい。ありましたけど、今ね、金髪が入ってからとかは、でもうその終わりに向かうっていうのが一番大きな力じゃないでしょうか。ここからあと10年続くってなるとまた全然話違うと思うんですよ。そうかそうか。これ。はい。山かけの並盛りで一手洗いできます。のんちゃん指相撲する？左利きですか？いや右利きだけど左利きに合わんしない。用意スタート。ちゃんとやってよ。本当に力なくて。そうなの、聞くなっていうところで乗り換えだって。来ました。このさ、カレーさ、こうルーとさ、ライスに出てくるときってさ、どっちにする人？どっちにする？ご飯をルーにつけて食べるか、ルーを食べる分だけルーをご飯の上に。あ、こっちからこっちにする。はい。どっち派ですか？逆なんだよ。逆派なんですか？こっちが正解なの？わかんないんですよ。なんか。こっち甘いの？あれは中華料理は？やってます？やばい。中華やばいですね。こういうとこフラッと一人で来れるもんなの普段？いや、全然来ないです。ちょっと高そうじゃないですか。高いないよ。教えてよ給料。あ、そうだ。30万ぐらいです。3ヶ月で。いや衝撃だわ。40万はもらえないぐらいです。今日のとかはさ、それ私服になるの？あ、これ私服です。でも私最近私服も一切買ってないことに気づいて、ほぼもらい物なんですよ。今日も全部もらい物だ。あ、そう。よく考えたら。ブラももらい物です。ご両親っておいくつなの？父がいなくて、母が46？6かな。同世代で。そうなんですね。バブルの頃はねとか言ってない？
あんまり話さなくて。会話ないの？みんな母とおじいちゃんとおばあちゃんと犬1匹なんですけど、みんな働いてるんですよ。で母が結構帰ってくるの遅かったりとか、根強いあれがみたいな。元から結構うまくいかない系の感じですね。世の中ってなんかそのね、整える作業ってすごいこう今すごいじゃないですか。なんか画面の中整ってるものって逆に崩すってみんなもできないわけじゃないですか。それをやってるわけじゃないですか。でもなんか別にやろうと思ってやってるわけじゃないんですけど、そう、それができないんですよ、みんな多分。なんか整えるってなんかこうイメージ湧くじゃないですか。崩すってそれこそピカソじゃないですか。ピカソって小学校の時に砂糖と塩をかき分けてたらしいんですよ。もう天才。本当見つめる人だね、君は。そうですか。なんか、じゃあ憧れるんです。サブカル臭がないくてずっと言ってるんですけど、サブカルというものにすごい憧れ持ってるんです。プーさんはじゃあビスとはなんちゃらみたいなことは思ってるわけ？こう各あるべきみたいなところはある？もしかしたらあるかもしれないですね。それをそこまでそんな風にそう共有それを共有するようなのはないですね。案がくれるんだ。いや、プレイボーイこの前出て、プレイボーイ見たいんですよ。今買ってきません？今出たやつ。そう。俺買ってくる。買ってきてください。やった。やばい。さっきね、見たとかってメンバーと言って、見てない見てないって言って、なかったとか言って。私なんか初めて言葉を知らなかったんですけど、赤目酒って知ってますか？エロいやつじゃないですか。知ってます。それをね、いいね。下ネタいける人なんでいいね。違う、下ネタなんですか？わかんない。続けて。それをされたんですよ。それ撮ったんですよ。量も食える人。普通ですね。別にラーメンとチャーハン食うぐらいだけはないでしょ。いや家系の場合はね、なんかライス食べたくなる。ああ確かに。そう取ったの？撮ったんですよ。なんかすごいね。お酒が冷蔵庫に入ってたらしくて、めっちゃ冷たかった。そういう問題？すごい設定しましたね。固め、濃いめ、多めです。油すごい設定もそんな設定したことないの。本当ですか？結構いくね。ちょっと見して。結構エロいっすね。そうさっき一緒に聞いたんですけど、あれなんですか？自分ではめで撮るんですか？はめ撮り監督です。普段の仕事は。自分でやってます。すごい。基本的なのが分かんないですよ。基本的なことみたいな。処女じゃないでしょだって。まあ処女ですけど。合っちゃった。食ってる。よし、俺らも食おう。一緒に行こう。ごしゃたん。美味しいよご飯。ふるちゃんじゃあ競争しような。競争？完食。完食。美味しかったです。行こうか。はい。いいですね。いいですね。渋谷から食事なしで直接電車移動したスタッフが横浜アリーナに到着しました。来ちゃった早い。え？すげえな。俺らより早い。こんにちはですね。第一ステージを制したのはみちる号でした。ものすごい勢いでパフェを今食べました。そこのションス
さらに僅差で山下号が2位をゲット。ありがとうございました。早かったな。なんかガンガン抜かれてったんですよ。電車が無理だったか。俺らで遅いってことで電車無理だな。かわいそうだったな。ビスっていうのももうこの時代のカリスマになっちゃったんでしょ。いや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 。なんか慣れずにって感じですよね。話すといい子だね。あ、そうですか。あ、すごいいい子。あ、そうですか。好きになっちゃいそう。残るは4台。無免許のミノルさんは車に勝てるのでしょうか。あ、来ましたね。3位に滑り込んだのは柳井号。いや、多分一回これでリリースになるんじゃないかな。あ、そうなんですか。別れ際にボーナスポイントをゲット。好きになっちゃいそうでしいや、しかも彼女女の子同士で誰とやりたいって言ってたんですって、で俺って言ってたんですって。ょ。じゃあもういや一体。そうそう、もうやばいっす、もうやばいっす。なんか付き合ってるみたいな感じですよ。これ今日出たやつです。あ、シュープでプレイボール。マジ丸裸になってるんです。すごい。どうやったら伝説になると思いますか。ああ、俺そういう話すごい好き。ちょっと考えちゃおうかな。どうしようと思ってもう終わっちゃうから。そうだよね。これ明日やるのやばいです。実感なさすぎる。そして4位は今田号。イエーイ。なんかすごい、こんな傘さしてもらってありがとうございます。すごいね。じゃあ行きましょうね。よろしくお願いします。いや、すごいね、天子ちゃん、こんなとこでやるの？コースアウトしてるってまさか。じゃあね、もうみんなが心配してる時間になっちゃいました。すごいいい、なんかこう、なんだろう、風呂上がりみたいな匂いさせていきたいですけど。そうですね。来ました。いい子でしたよ。5位はミノルさん。電車というハンデとご飯をゆっくり食べ過ぎた結果でした。あ、じゃあ松尾さんだけ？なんか結構物々しいね。そうですね。すごいね。まあメジャーって感じだよね。だってエイペックス。なんかこう一緒にいるとなんかそういう感じがあんましないじゃないですか。なんかみんなあと LINE し合ってる結構。そうね、そうやってる。情報共有し合ってる。し合ってる。だから掌握しようっていうあれがだから余計なのかもしれない。共通の例があんまなかったなかったですか。な。同じ人間ぐらいじそこまで。人生も遅すぎだよ。遅いよ、もう1時間差ぐらいついてんじゃん。迷惑かけてんだろ。そう送れば迷惑かけてますよ。リハが15時半。15時半。だからさっき俺彼女迎えに来てたでしょ。そうだよ。あ、来ましたよ。あ、来た来た。最下位は松尾隊長。予定時間を大幅にオーバーして初っ端から大品種を買いました。しました。スタッフが待ち構えてましたね。3時半ですもん、リハーサル。時間ももう過ぎちゃってる。マジ3時半にから始まるよっていうことで仕組まれてるから。みんなここで一つになってましたよ。怖くて。怖く。端に寄ってないと俺たち居場所がなかった。俺喋りすぎちゃって。道を完璧に透明をまっすぐ行っちゃったんですよ。作戦かなと。そう、作戦なのかねって。いや、あれは作戦じゃない。すごい。やっぱダメですね。レーサーってダメなんですね。
新生アイドル研究会ビスです。よろしくお願いします。すごい。どうやって下ネタこれ振ればいいのかな。親戚のおじさんだよ。本当親戚のおじさんだよ。この庄司ちゃん、わかめ酒やったんですかね。10万円のチケットあるんですか。そうなんですよ。さっきのヌード5点は軽いと。軽いと思いますよこれ。これやばいですよ。やばいですよ本当に。先駆け男塾の富樫が初めて大豪院邪気に会った時みたいなやつですよ。ご存知ですか？ものすごいでかく見えちゃうみたいな。10万円払って要するに指定線の中入る。やだいゴムいっぱいある。1個だけです。お守りっぽく持ってきただけなんです。俺はちょっと途中になりますよ。2個欲しい。のんちゃんはすごい違和感が塊でしかないんですよ、見てて。まあでもこれやっぱり解散ライブの前日でしょ。かぶってるからさ、ある可能性あるよね。ああ前日だからこそ。ちょっとねかっこいいこと言っちゃうとなんか肌が触れ合うところを目指さないとやっぱりねあのチームに頼んだ意味もないと思うし、ホドロフスキーが好きって言ってましたね。彼女で世界中を思いっきりもう拡散させちゃう。スケールだいぶでかくなってますね。結局ビスっていうのは何だったの？ことの人ダメで。これは考える。去年の孤独殺。マスクした人が喋ってる絵しか撮れてない。彼女のブログを全部読み返そうと思います。48曲やるんですか。すげえ。しかも MC なし。3人の前とかでライブやってたんですよ。どういうことで君この辺とかの精神的な。ただ歌を歌いたかっただけ、本当に。明日終わって明後日もあるんだと思うとちょっと憂鬱になります。あれよくエブリ使うんですか。ここですか？そうなんですか？ちょっと見せて全然違うじゃん。で終わりがあるってことは始まりじゃないですか。でそれを超えるものって何かっつったらもうこれなんですよ。で一回終わりにする映像って言ったらやっぱりこれなんですよ。いや信じる。俺はアイドルを信じるよ。みんな怖いですよ。まだ寝れてない、まだ寝れてない、風呂も入れない、死にたい。アイドルってやっぱ特殊だなっていう。ものすごい搾取されるんですよね。結局人が開催しなきゃ生きられない子たちなので、さすがにビスのこの横浜アリーナとかでやってるクラスだと、まあこう解散ライブっていうのはありますけど、なんか食えててほしいじゃないですか。まあとりあえずでもまずクレームが来たっていうところで、それは渡辺プロにアイドル自体は僕も可愛いので。俺はそう信じてないと取れない。クレーム入れながらこの人って書いてあるじゃないですか。クレーム入れながらもじゃとスタートしたビスキャノンボール。到着した監督たちは横浜アリーナへ入ります。ビスメンバーたちはこの後始まる長いリハーサルに備えリラックスしていました。これ何カメラですか？今日と明日のドキュメンタリーです。私も映ります？結構スタッフの方も映り。私映してください。あ、大丈夫ですか？どんどん
はい、よろしくお願いします。メインで。みんな気合い入れてよ、ちゃんと。いつも通りやったらできるから。聞いてんの？何のためにここまで来たのよ。いろんな人の協力があってちゃんと感謝してよ。聞いてんの？携帯いじんない。あれ変なの入れてる。ちゃんとさ、人に伝えるパフォーマンスっていうの私教えてきたじゃん、ずっとデビューから。何これ。最後の最後でさ、ちゃんとさ伝えようよ、感謝の気持ち。誰がここまで連れてきたと思ってんの？研究員。あと私、いろんな人の協力があってここまで来たんでしょ。しっかりしてよ。はい、わかりました。今のドキュメンタリーのオープニングでオープニングですか。そしたら面白いかもしれない。そしてこの男たちの大好きな会議が始まりました。ここで男たちは自分が撮影担当となったビスメンバーの第一印象を語り始めました。僕がもう一人実はそのデイクラキャノンボールに AV 女優を招こうと思ってたわけですよ、ね。あれがダイレクトメールでつながってた。で彼女も実はもう直前までキャノンボールのレースに使うはずだったんですけど、とある事情によりここに参加できない。で明日のライブも実は来れないっていうことになっちゃった。あ、そうなんですね。実はつまりウイカさんは当日松尾隊長が現場に来るのを知っていたっぽいのです。キャノンボールスタイルなんだけど、あくまで説明した通り受け取ってくれてると思います。それに対しての疑いは特になかった。下ネタとかどうですか？下ネタですか？わりかし話しやすい子ですね。まあそういう話はわりかしフランクにできます。和山さんどうだったんですか？その印象的に。すごいいい子だった。あ、そう。本当糸口が見つからないぐらいいい子でした。一番硬派な子かもしれないですね。ああ、そう。大会系な。もう彼氏いるのぐらいな会話がもう最大限かもしれない。みちるさんはどうですか？すごい思ってたよりもすごいいい子でした。思ってたよりも。なんかちょっとしゃべるのが苦手なのかなと思ったんですけど、そんなことなくて全然しゃべれます。はいはい。普通の可愛い子でした。でもなんかやっぱりちょっっと過去の部分が引っかかってるのか、なんか自分の存在意義がよく分かってなかったりする。そうなんですか。伊沢さんはいい子でしたね。なんかニュートラルな方ですごく。セックスの時はどうなんですかって聞いたらいきなりだけどダメすごい卵ミスが処女ですからって言われて、やっぱりでも前世はっていうのはやっぱ言いますね。ミノル君は今回どうですか？第一印象。やれそうな気してきました。本当ですか？俺自身の問題ですね。そのなんか知識とかなんか雑学とかは言えるんですけど、俺がビビっちゃってるんですよね。そのやっぱアイドルの方じゃないですか。俺やっぱり普段女優さんとか女優さんになれない人とか。なんか俺が上からいけるんですけど、やっぱね、そんな何千人の前で歌ってる子に俺がなんかこうね、いい子でした。彼女も俺を指名してたんですって、女の子の楽屋で。キスの方ですよ。キスの方でした。当たりました。言ってたのなんか。だからで俺も第一指名だから、なんだろう。相思相愛みたいな。もうそうなんです。カップル。そういうムードですよ。若干。なんかでも一緒の飯屋だったんですよ、俺と。もうすげえカップル感出してました。なんかハメ撮りっていうのはなんかカメラ撮りながらおちんちん入れんだよみたいなことを店の中で。なんかそういう距離感の子なんですよ。なんか気さくななんか警戒心のない。わかんないですけどね。まあ取り手によりますよね。そうですね。じゃあそういうわけでこの流れなんで一応着順の確認でもしておきましょうか。はい。これ第一ステージのプラスポイントはいつ結成ですか？いや、終盤はもうここで絶対言うんですけどね。そうですね。第一って要するに着順でしょ。いやプラスあれも肩を抱くとかそういうのもある。それもあるの？どうなんですかね。あると思ってたけど。俺各ステージって聞いてたから。嘘、俺ないと思ってた。本当だから。ないですよね。
じゃあその辺はちょっとごめん、じゃあルールがまちまちになっちゃってるからちょっとなしにするか。第1ステージのポイント確認が行われましたが、ボーナスポイントの見解が異なり、着順ポイントのみで一旦リセット。ただしみちるさんの電話番号ゲットのみプラスになりました。ステージでは着々と準備が始まっています。今回の解散ライブは全48曲、 MC なし休憩なしの4時間ノンストップで観光。さらにチケットは最高10万円から最低1円までと無茶苦茶な設定で、最後まで研究員を翻弄する仕組みになっていました。マジか、やばいな。いつも小汚いスタジオやホテルの一室で撮影している AV 監督たちは、大勢のスタッフや会場のスケールの大きさに次第に飲み込まれていきました。エリザベス君、やばいよこれ。やばいっすよね。この人はサブカメラマンのエリザベス宮地さん。普段はミュージックビデオを撮ってる音楽好きな若手監督さんです。今回このドキュメントの舞台裏を撮る傍ら、その気さくな人柄と的確な分析力で良きサポートをしてくれました。そんな人気あんの？彼女たちもかなり、ここは慣れない場所だと思います。名前も書く？書かないよね。そんな男たちが慣れない現場に戸惑っている間、メンバーたちはプレミアム10万円チケットのお客さんへのプレゼント作りに励んでいました。あ、最後だ最後だ。最後だからもうこれもうみんなサインすることなくなるから、心を込めてちゃんと書いて。するよ。てんちゃんとてんちゃんの最後のサイン、今後もするよ。ふーちゃんの最後のサイン。ブシュ。イエーイ。お疲れ様です。あー疲れた。疲れた。ああ、どうもどうも。そして長い長いリハーサルが始まりました。彼女たちにとって大切な解散ライブです。ここから本番同様4時間みっちりリハーサルします。 AV 監督たちもご機嫌取りのようにその姿を追っていましたが、ここではよそ者であり邪魔者でしかありません。真面目に撮ってますけど大丈夫ですか？いやいや、そんな撮ってないんですけど彼らの出番はあくまでリハーサル終了後です。それまでの時間の過ごし方が今後の展開に大きな影響を与えました。4時間ぐらいぶっ通しでリハリス最後のリハーサル風景とともにご覧ください。普通にアイドルって大変だなと思って、すごいですね。ムラムラはしてないですか？いや、若干しだしてるんです。これのんちゃんでしょ？のんちゃんの違うね。これ誰でなんか伝説を残したいみたいな時だから。そこはでも一番の好きなんじゃないですかね。好きじゃないですかね、天子さんが。そうだよね。見たらさ、映像とこう流してるじゃない。なんかそこにエッチの映像を流しちゃう。は？みたいな。好きになっていってます
したね。やっぱずっと見てたら彼女だけっていうのが見てるんで、なんか見つめていたいみたいな。一回焦点が決まったじゃないですか。全体じゃなくて一人を見てるんで、ファンたちもそういうことなんだ。ただこの感情は危ないです。自分自身はそう思ってます。無理やりやるしかない。その壊すものを一緒に考えようっていうのが今日のテーマよ。それを健康さんにそう今日やる。そう今日やっとかないと。やるんだったらめちゃくちゃもう伝説に残んないと。自分のためじゃないの彼女は。アイドルのために彼女はやんなきゃいけないのよ。ちょっとじゃあ一回撮ってみて。ですね。あ、急に来た。すごいわ、モチベーションが急に上がった。さっきの会話の頑張ろうと思った。なんかちょっと失敗したなと思ってセットリスト新しいのから古いのに並べたんだけど、自分としてはエモくなってくるんだけど、よくよく考えたらお客さんが増えたのってメジャー以降だから逆の方が良かったんじゃねえかなって。いや、まだ7です。ね、まだ7です。いつもの山下さんじゃないですか。男と女ですか。わかんない。いや、また分かってるよ。なんか喋ってさ、途中でこういう中で何アイドルが人つきなのに人つきじゃないよ、アイドル。あ、人つきなのなんか決めたよね。いつものライブハウスとは違う広い横浜アリーナのステージに備え、何度も何度もリハーサルを行ってきたメンバーたちは真剣そのものでした。最後の最後か。一瞬だけいいですか。普段おちゃらけている彼女たちもこの解散ライブは完璧に見せようと頑張ってきたのです。そんな気持ちを知らない男たちは終始こんな調子でした。それ忘れちゃったかな。あれ？山さん何を？シアリス。っていうのは何ですか？シアリス。勃起薬なんですけど。もう飲んじゃうんですか？今からすごい早くない？いや36時間聞くからさ。あ、そんな聞くの？聞くよ。明日まで聞いちゃう。じゃあずっとフル勃起なんですか？いや、まずさ、明日朝送るときもうやってて頭おかしいと思われちゃうよ。もう寝起きとか朝立ちしまくりだよもう。おはようとか言ってさ、いいのに、やだみたいな、いいみたいな。OK です。ありがとうございました。午前2時半、リハーサルとパッケージ撮影が終了し、ようやく第2ステージの始まりです。しかし、この第2ステージの始まりからテレキャのメンバーの思惑通りにはなりませんでした。あ、言ってください。それって何日間とかあるんですか？まあ今日のこの撮影スケジュールや内容に関してビスメンバーから詰められます。ですね。明日のまあなんかそうですね、終わってからの朝なんか10時ぐらいまでみたいなこと言われたんですけどね。マジで？そうなのよ。聞いてなくて思いっきり予定入ってたんですよ。事前の内容説明は情熱的な密着ドキュメンタリーと大雑把で、スケジュールも解散ライブ前日からライブ終了後家に送り届けるまでと伝えられ、そこからはみ出るものは全て監督個々の力で突破しなければなりません。みちるさんがスタートから飛ばします。その大胆な行動にコンサートスタッフの佐藤さんも思わず目を背けました。こっちもスケジュールのことを全然聞いてなくて、撮影の、そうだよね。でさっき楽屋でそうなのみたいな感じになってたんで、第1ステージ終了からここまでの時間でビスメンバーの間で情報が共有され、まちまちな内容伝達が怪しまれていました。
でもそれを含めての勝負です。アイドル相手、しかも大切な解散ライブの前夜にハメ撮りを目指す、そんな前代未聞の第2ステージが始まりました。大変ですよね。いや大変じゃないですよ。いや大変ですよ。いや大変ってバッテンのが大変なんじゃなくて、で何を取ろうってもうずっと考えてたんで。明日札幌のお母さんとかが泊まってるホテルに行こうと思って明日終わったらこの子まで設営する。そうこれがご自宅まで送っていくと。でそこから願わくばなんですけど、そのお宅でね。それは多分きつい。全然いいよそれはもう実家なんで、研究員たちが出待ちをしてたみたいですけど。そうなんだよね。ちょっとあれかわいそうだね。ずっと君ら待ってたから。もう8日ですからね。そうだ、もう刻一刻となくなっていくからね、時間が。今日は明日の家みたいなの、一緒に行く感じなんですか？そうなの。この車で送ってくださいって言われて。すごいね。ちょっと印象変わっちゃったよ。本当ですか？よかったよかった。なんかがっかりされたらどうしよう。いやそれはないでしょ。9日だけ何時から撮り始めるのかっていうのが気になって、私もなんか、その9日が夕方入りだから、もう10日からアルバイト始めれるように1個話し合いに行きたい。そんなもうじゃあライブ終わってすぐバイトを始めるの？新しく始める活動だけじゃビスほども食べていけないので、ビスもそんな多いわけではないですけど、どういうの撮るかってね、そうなんですよ。ただの密着になっちゃダメっていうのがテーマだから。どうする？一応じゃあ連絡先明日の朝とか。そうだね。ビスっていろいろめちゃくちゃなことしてるじゃない。めちゃくちゃの度合いっていうのがさ、メンバーは何も意識してないんで、ぶっちゃけメンバーは普通の人間なんで一番、ただ周りがおかしいことやらせてるだけで、私解散した後のメジャーの渡辺さんにお世話になるんですけど、また音楽を続けていこうと思っていて、死ねよと思った時数えきれないですけど、渡辺さんのことなんだかんだ、はい、感謝してるの。はい、こいつ変なやつだから撮ろうっていうその渡辺さんとかの言葉がなかったら。あれは辻本笹ミッチェル、笹ミッチェル合ってんの？笹ミッチェル。次って決まってるんですか？私だけどこにも入らないで、一人で。干渉とかそういうのはないの？ない。時代の孤児みたいになったわけじゃないですか。なんかそんなに大層なことした気がない。正直一人だったら絶対断ってるんですけど、みんながいるから、明日終わって明後日もあるんだと思うとちょっと憂鬱になります。そうなんだよね。なんかああいうビズの過激な活動ってあるじゃないですか。ああいうのもやっぱかっこいいなというか。そうですね。でもね、あんまりね、そこが好きとかっていうわけでもなかったんですけど。研究員さんたちに対してはなんか超ド S じゃないですか。研究員さんたちにはプーちゃんはなんかでも本当はすごい思ってんじゃねえかなみたいな風に若干見えたんですよね。いや多分ね、思ってますね。いやなんかこんなこと言うとあれだけども、やっぱりプールイとのんちゃんは、お客さんとの距離が本当に近いところからスタートしてるから、3人の前とかでナーブやってたんでしょ。だってもちろんなんか人が増えたから覚えられないとかはそういう風にはな部分は出てきちゃったりはするけど、でも意外と分かるし、みんなのことし、なんか言われた言葉に対してめっちゃ傷ついたりしちゃう、すごい。他のメンバー全然気にしないんですよ。特に中期以降、縫い先点故障は全く気にしない。
もう売れるために出てきてる。でも売れるためなら何でもすると思って、10代の時にマイアイっていう PV で裸になったりしてるんで、ビスってなんで売れたかって言ったらそういうところなんだよね。おちゃんの中のアイドル像ってあるの？そんな私はもともとアイドルはそんなに知らなかったから、そんなないけど、やっぱり立てまつられてる感じ。なんかそれまではアニメとかアイドルが本当に好きだったんで、そのアニメの現場とアイドルの現場に行くためにバイトとかしてたんですよ。だからそういう本当に研究員側のなんか変なことをおよそ700メートル先、右方向です。とりあえず部屋まで送るよ。めっちゃいいホテルじゃないですか。ちょっと今こんなこと言うのあれだけど、明日朝まで仕事行きたかったんですよ。本当は。でもそれって明日12時回れば解散しちゃうから、そこを私は事務所にも誰にもお願いされてなくて、それは多分、いわゆるそのカメラマンと個人の信頼関係だったりとか、お願いを飲むか飲まないかみたいなところで揺らす手段だと思うんですよ、あの人たちが使う。面白いものを撮れるはずなのに、お前は断るんだな、そうかそうかっていうのが見えてるから。ネッチも今日寝れなそうだし楽しみだし、もう大変だよ。全員結構やる気満々なのに、マジ半端ねえな。俺が高をくくってたかもしれないっていう、この感じやばいのかな。私が好きなものとか、いわゆるテレビとかであり障りなく放送されてるような、私はそっちではないなって分かってビスに入って、すごい楽しかったけど、でもそのビスって私もともと解散するよって言われて入ったから。あ、そうなんだ。そうそう、だからちょっと見てみようみたいな感覚だったから、なんかもういいかなみたいな。ただ本当に家を晒すって、別にそれこそ解散した後の映像になるんだったら、私たちに何の利益もないから。お邪魔します。ちょっとツインじゃないですか。全員ツインらしいよ。ツインの一人で？そう。もう絶対プールとかかもうこんな。マジっすか？そうだよ。なんで？広すぎて無理なんですけど。運営側への反発みたいなものは俺はちょっと乗っけてもらって考えた上で、俺が見たいのは最後その単純にね、ライブ終わって翌朝君は何してるんだろうなっていうのが本当に見たいんですよ、単純にね。なんない。止まるの？カメラマンさんも止まるんですか？なんかさ、あと俺もう一個気になったのは、なんか明日伝説どうやって作ったらいいですかねみたいな、なんか、でビスっていうのももうこの時代のカリスマになっちゃったんでしょ？いやなんか慣れずにって感じですよね。どうやったら伝説になると思います？俺そういう話すごい好き。ちょっと考えちゃおうかな。俺考えちゃったよ。全部のエンドがロールが終わって本来ないものを取っちゃうみたいな。それを明日そこ撮った後渡しちゃって、なんか3秒とかの映像を一番最後に入れてもらっちゃうみたいな。3秒で世の中を驚かす。最初さ、全裸 PV 撮るときにさ、じゃあ全裸でやるよっつってやだとかってなんなかったの？ってなりましたけど、でもその時、一番最初にメンバーが脱退するのが決まった時で、みんなショックがでかくて、スタッフさんもアイドルとかやったことなくて分からなかったんで、そういうのが、これはなんとかしないとと思ってそういう方向に行ったみたいですね。
だから家に帰らないのであれば、貫徹するのであれば別に朝までいいですよ。体調がわからないんで、そう9日の夜もライブが、お金を取るライブがあるっていう時点で、私はそこはやっぱり疲れると気が立つので気をつけてください。いいよ。まあ俺には全然ぶつけてくださいよ。もしいろんなことがあったら、だってそのしゃべり倒せるのはそんなないんです。そうですね。こう異性男ね、うんちゃんの人、男の人に例えばこうカップルに会ってさ、で呼ばれるの、どういう名前で呼ばれるのが想像してる？呼び捨てされたいですね。のぞみって？あ、じゃあのぞみって今から言っていい？そうしよう。それぐらいの距離感で詰めていかないと。じゃあのぞみコンビニ寄る？じゃあ寄りたいです。広マジか。超広い。よし、いいよ。はい、ありがとうございます。まあでもこれやっぱり解散ライブの前日でしょ、高ぶってるからさ、ある可能性あるよね。つっていや、信じる。俺はアイドルを信じるよ。ふーちゃん密着ドキュメントだからさ、ふーちゃんの面白いとこ撮れてんだ。ちょっと朝の方が面白い、汚いし。ということで、ここで朝までということですね。はい。それスリッパしんどない？こっち履くか？どうしますか、明日は。だから俺の希望は、朝をここで一緒に迎える、そっからカメラを回すっていう。ちょっと君が短くしつつ、ちょっと話も本当はできればしたいんで、あ、下着見ます？可愛いでしょ。ティーバッグとか履かないの？履かない履かない。これはすごい派手な方。やっちゃうかな。誰かやっちゃうかな。渡辺さん的にはどなたが一番危ういと思います？どの組み合わせが？プール。解散ライブ当日の朝を迎えました。 AV 監督と一晩を過ごしたアイドルたちは一体どうなったのでしょうか。あれ皆さんみんなもうまだ最初だよ。この時間で俺らが一人ね。何やってんのみんな。じゃあ先行こっか。行きましょうか。はい。じゃあまた後ほど。いや、俺電話したんだけど出ないからもう出ちゃったね。ここでリーダーのプーさんがメンバーだけで共有するビスラインを見せてくれました。カメラマン泊まるんだって。こちらの部屋カメラマン来ないあるよ。わーい。まだ寝れてない。まだ寝れてない。風呂も入れない。死にたい。死にたい。私も死んだ。死んでる。最悪や。泣いてる。なんてこったい。まだ寝てない。やっと一人になったシャワー浴びる。つら。6時半です。天候。おー、みのりさん、まさか。あ、7時。そうですか。ちょっと俺びっくりしちゃったな。死にたいってな。死にたいな。だってしつこそうだもん。そうだね。わかるでしょ？わかるわかる。わかるよね。それがお仕事だからな。よし。ごめんね。ピスと一緒ですね。そうだよ。同じだよ。あ、すげえ。開いてる。この日の空は澄み切っていました。いよいよ迫った解散ライブ。平日にもかかわらず全国から多くの研究員が駆けつけていました。
会場内ではビスメンバーやスタッフが慌ただしく準備に追われていました。そんな中、様子がおかしいメンバーがいました。見どころは見どころはあれですね、このまますんなり終わるのかどうかっていう感じですかね。メイク終わりました？あ、間に合ってよかったです。憤慨している。消えました。消え去ってしまえばいいのに。なくなれ。そんな状況もつゆ知らず、男たちの審査会議が始まりました。第2ステージが終わりました。今現場では今日のラストライブに向けてセッティングもののお忙しい中、我々は審査会議をやりましょう。一番早く帰ってくる人。まあ自分で手を挙げる。6位です。6位ってことはゼロです。ゼロ。はい。そうか。俺が帰ってきた。そうですね。1。俺帰ってきたね。あ、そうだね。じゃあみのりちゃんが2。到着の1位が3人。で4ずつ入ります。まずは第2ステージの着順ポイントが加算されました。さらにここからボーナスポイントが申告され加算されます。確定でこれは取ったというポイントを今ここで言う。下から言いますか。はい、じゃあ行きます。じゃあ松尾さんからお願いします。電話番号。靴下の匂い。俺これさ、俺別にほら、うちが提案したことで、俺なんか派手なと思ったのはね。じゃあなんかちょっとエロとちょっとあれですけど、もうちょっと可愛らしいやつでいくと、そうっす。だから女の子の履いてる靴の匂い嗅ぐとか。可愛くないですか？だって。誰か目の前で。そう。それは欲しいですね。そう欲しい。それ多分言いやすい。言いやすい。ステージの後の匂い嗅がして。そう。ステージの後の匂い嗅がして。なんでそんなこと言うんだろうと思ったら、靴下の匂いなんて、ポイントなんか何だっていい匂いになると思ったら、仙台一軍チャンスがありました。すごいですね、眺めが。開けられるよそこ。わあほら、見える、まだついてんじゃんそこ。これすごいですね。これよくエビで使うんですけど。ここですか？そうなんですか？なんか眺めがいいからですか？そう。ここ AV だとここでほら。チューとかするわけですよ。なるほど。ありがちな AV。高層のガラス越しのやつとかすごいです。はい。窓際で撮る場だとね。いいですよね。ドキュメンタリーのやつは私はめてからはそこまであんまりそんな興味がなかったので、ずっと前の部分とか喋ってるところとか、どうやってそこまで持っていくかに一番してあるなと。AV の話はいいよ。そうですね。私はなんかせっかくプロフェッショナルに会ったから話したい。すげえこれ使わずに全部持って帰る説ありますね。そうですね。ラブホのあれのとか全部持って帰る。持って帰ります。もちろん持って帰る。ラブホ行ったことないっていう体なんですけど。体なんですけどね。任せる。はい。素晴らしいな。明日もこっちもやってもらおう。それ靴下の匂いとかは嗅いじゃう。どうですか？ちょっと厳しいかもしれない。松尾さん嗅いじゃダメですかそれ？でもよろしくないんじゃないですか？大丈夫ですか？ちょっと嗅がしてくださいよ。靴下の匂いでも。ちょっとちなみに。ちょっとやばいです。ちょっとだけちょっとやばいです。違うしない。嘘。ダメです。っていうか俺ね鼻悪いんだよ。食べ物のこだわりがあるんだったらちょっとねあれかなと思いますけど。堂々としてるな。このまま全裸になるんじゃねえかな。お前このままカメラの前でいやスポーンとかそういう時は俺ちゃんとモザイク避けるから上半身しか撮んないからねそんなの。モザイク避ける。お願いしますよ。確かに。
パッとお風呂入って出てきてゆっくり、はい、どうぞどうぞどうぞ。はい。一緒毎日そのパンツはいいんですか？パンツは別に特に問題ははい。すげえなもう。そこが君らすごいよな。本当にそんな人たちいないですけど。だってお尻はまあお尻はね。水着と何ら変わらない。はい。自分さ、そのなんて自分後から加入じゃん。はい。最初に全裸はなってないじゃん。なってないですね。なんでこう納得できるの、そういうところの部分は。脱ぐことが、うん。なんていうの、汚れてるとかそんなことは思わないんですよ。そのはい。エンターテインメントとして成立してればいいけど、さすがにそれこそ AV とかは、そのマックスだとしたら、ちょっと中間を入れる、グラビアよりも生で、みたいな、まあまあいいんじゃないかな、いいんじゃないかとか言ってまあ脱ぎたいか脱ぎたくないかで言うと別に脱ぎたいとは思わないですけど、けどその攻めてる感じは好きなのやっぱ。そうです。だよね。自分がやらせる方だったら何とも思わないと思います。おお。その辺の度胸の良さがね、君たちは。そうでもしないと売れなかったっていうのはあったんでしょうかね。後半は別にやんなくても売れたかもしれないなとは思いますけど、難しいところですよね。人間最初エロが好きですからね。まあそれで注目を浴びてけど、それで引っ張っていくっていうのを一つのやり方にしちゃったんだよな。戦略に。なんかさ、ごめんね、普通の質問で恥ずかしいっていうのは、ある？いや恥ずかしいと思いますよ。なんか、人前に出ることって恥ずかしいことだと私はずっと思いますね。お芝居もそうだし、歌を歌うのとかも、根本を考えると恥ずかしいことだと思いますね。とても。まあだからこそなんかそうやってやることに意味があるんだろうなとも思うんですけど。後ろめたさみたいな、なんかそういう、なんていうんですか、入ってくる、そういうものがやっぱりよくしますよね、作品を。何がしたいんでしょうかね。あんまりね、したいことがないんですよ。けどほら演じてみたいとか。演劇も好きでしたし、バンドも10年ぐらいやってたんですよ。でも違うなってなって劇団に入って、で東京行こうと思って行って、みたいなことをずっとしてたんで、何がしたいかね、自分の中であんまりないんですよ。そうなの？決まってるんじゃないの？一応ぼんやりとは決まってるんですけど、ユニットみたいな。でもそれはやってくる仕事をすることじゃないですか。ビスも入ろうとしたのは自分の意思だけれども、やる内容は来る仕事をするだけじゃないですか。こういうライブがあるから歌うし、こういう雑誌が来るから取材答えるしみたいな、やりたいことを仕事にするっていうことになったとした時に、何がやりたいんだってなみんなそう言うじゃん。君も悩んでんの？私やりたいことないから多分最初役者したなと思います。あ、そうなんだ。役者になりたくてそうなったんじゃないの？ないですね。なんか面白いことしたいなと思った時にバンドに飽きたとかもいいかなと思った時に、次じゃあでも芝居やったことないから芝居かなみたいな、こう見つけて飛びつくみたいな。そうか。でもそういうことだなと思います。その瞬間になんか、面白そうみたいな。これ私命名したんですよ。私ウイカって名前ですけど、たまに妹が出演するって言って。歌子ってイカとタコで歌子。すごい。それ全然違う人なんですよ。本当全然違う。これ街でもこれ街で君違う、ちょっと見してもう一回。あれ今まつげまだつけてるよね。まつげはねこれ自前なの？いやエクステで植えてあるんです。植えてあるんだ。ちょっと見して、全然違うじゃん。けどこの雰囲気好まれません？どうですか？こっちの方がいいって言う人もいますね。なんかすっぴんの方が好きみたいな。
おやすみなさい。天候ちゃんは天然ではないの？天候はもうすごく、どっちかというと理屈こねるタイプなんで、私に近いと思います。だからまあビスの中で一番そういう意味で、会話として成立するのは天候かもしれないですね、そういう意味で。真面目な話もくだらない話も。意外なボーナスポイントをゲットした隊長。勝負は第3ステージ。ライブ終了後と定め、この夜は早めに切り上げました。いいですか？はい、じゃああなたですよ、次。お、来ました。井上さん、はい、プラスポイント言ってください。まずハグしました。電話番号をゲットする。あ、じゃあ涙です。シャカシャカって何ポイントなんですか？1ってなってるんですよ、これ古いやつだと。ありえないですよ。シャカシャカまで。これめっちゃすごいことなんですよ。シャカシャカなくなったんだよ。なくなった。嘘ですよ。なんか三宅がシャカシャカするからやめようってやるだろうなって。そう誰でもできるみたいな話で。できないの。なんだろう。そうなんだろうなのよ。でもホドロフスキーとか見てさ、こう感じれる感受性がある方じゃないですか。でもそれの始まりもなんか見せ物小屋を見てなんかいろいろ感じちゃったんですよみたいな。多分普通じゃないと思うのよ。なんかさ、まあ見せ方っていうのは当然考えるっすよ。これで終わりにするみたいな。まあ例えばだよ。じゃあ顔だけ撮ってますと。でこれは極論なこと言うよ俺。多分もう疲れてるのも分かるから。でさ、なんかそのハメ撮り風みたいな PV を撮ったっていうのも聞いたんですよ。でもそれは音楽にBGM のそのバックの絵として差し込まれてると。声は出てないと。その声を出しちゃう。っていうのがなんかまあまあそのビスさんの活動の中の多分着地点つうか声出したでまあ想像させるっていうところでね、本当にしてんの？いやしてないよ。いやしてるよ。してないよ。っていうなんか余地はあるっすよね。その見えた見えてないかじゃなくてっていう極論。あとはもうなんか顔に精子だけかかっちゃって、まあちょっとごめんね直接言っちゃってごめん申し訳ないごめんねごめんねちょっともう職業病出ちゃった。もう顔に精子がかかった顔が3秒乗るだけでもいいよね。そのハメ撮り風とかやらずに。でも人の血とかの方がいいんですけどね。血をどこにするの？顔に？それ俺なんかどっかで見たことあるな、インターネットで。いやそこはでもいいんだよ。だって全然こちゃんがその表現者としてこれで納得する人だったらじゃあそれ協力する。いやなんていうかその今俺たちはさ異業種の人間が集まってね3秒の動画を作ろうってなってるからね。どうしよう困ったよ。で顔にさすごいヒント言ったのはそこよ。顔が嘘つけないってそれ本当かなみたいな。でも言うたらその顔に精子がついてるみたいなやつだって。やってるっちゃやってるし。あ、すでに？それはちょっとそれに似せたものを連想させるね。でもさ、全員ワンカット取るやつやってるし。想像してよ。嘘つけない。で最後に持ってくるってどういう意味って言ったら、まあそこみんな深く考え込んじゃうよね。でさ素晴らしいっすよ。
ね、みんな頑張って大人たちがさ頑張ってさこのねじゃあビスをどうやって売っていこうってね渡辺さんを中心にさみんなで考えてきたって俺もこれ素晴らしいと思うんですよ。でも俺は申し訳ないよ。俺なんかさね AV でもう本番やってますよ。だから俺なんかが普通に喋れる相手じゃないっすよてんてんこちゃんは。でも俺は見せ物小屋で生きてるから見せ物になることに何の躊躇もないんですよ。徹底的に見せ物になってやりましょうなんですよ。それで金稼いでるから飯食えてるから。でも申し訳ないっすよ。俺はこれ中途半端だなって思っちゃうんです。こんなんでねまあいいっすよ。でもこれで一生いけねえだろみたいな。ここになんか哲学あんのかよって覚悟あんのかよってぬるいよってごめんねなんか言葉強くなっちゃってそう俺が本物出しちゃったらそれはもう本物だよね。俺たち別にお友達になりましょうじゃねえじゃん。なんか残しましょうだから何残すっつってお互い映画好きなんかねそこだけちょっと共通点ありましたねで終わっていいのかどうかだよ。でも映ったものでしか世の中に残んないからいやわかるよ。そんな24歳の女の子にこんな決断をね迫るって残酷だよ。俺も残酷ですけどこれを企画した人が残酷だよ。いや俺も結構悩んだよ。だってあんなさすげえステージでさやってる人にこんなこと言う話じゃないもん。だって本来住む世界全然違うもん。ごめんな。なんだよ。もうちょっとごめんな。もうでもちょっともうこれしか思いつかないんだよ。で多分他の人は何をしてるか俺分かんないよ。みんなも同じ。ちょっとごめんね。だからみんなもそのこの間に考えてるわけよ。その女の子たちは。でもみんな俺たちはもう AV 監督ですよ。アイドルを撮る必要ないんですよ。俺だって嫌だよ。だってね AV をやってる人はさもともと自分の意思で AV 来てくれてるからこんなことで悩まなくて済むのよ。見せ物だってもうみんな分かってくるから。だからねてんてんこちゃんはその汚いものを見せる必要ない人だから住む世界違うから別に交わる必要は全く持ってないのよ。俺もなんか交わる必要全くないのよ。でもなんか呼ばれちゃったからまあそれはなんかでもねわかんねえ。もうそれこそホドロフスキーのデューンじゃないけどこの話来たらまあそういうなんかどうなるかわかんないけどうまくいかないかもしれないけど話に乗ろうっていうんで来ちゃったから。まあでも結局はでもさてんてんこちゃんっていうのがどういう気持ちでこれをやってんだろうなんですよ。俺は別にこれを見てさエロいなとかさそんなの別に思わないですよ。だって俺自分の性癖ちゃんと分かってっからでそういうので飯食ってっからわざわざ見ないんですよ。でも俺はてんてんこちゃんを撮るってなったらてんてんこちゃんはじゃあこれをどういう気持ちで撮ってやってんだろうってなんか心の底からこれ
をやることになんか気持ちがなんか向いてる人なのかなっつったら違うんだろうなって言ったら多分こっちの方向じゃねえ人なんだろうなって本来は。だったらもう解散するってなって見せるっつったらもう俺はなんかこれの究極系を見せてやるってことで終わらせりゃいいんじゃねえのって。でそれを最後なんかそこの動画3秒載せちゃって終わりでいいんじゃねえの。その顔を本気の顔を。でもいいのよ。俺結構もうなんか伝えれたから俺がは。でこれはさもうさ何もこのまま起きなかったとしてもそういう何も起きなかったっていうドキュメントにはなってるから。これはどう？例えばよ。じゃあ俺はてんてんこちゃんにかけない。ここにかけちゃう。いやでもさ俺ダメだよ。やっぱてんてんこちゃんと話しちゃったしてんてんこちゃんがなんかねリハーサル頑張ってるの見ちゃったからこれで終わらせらんないよ俺。こういう感じでいこうよみたいな終わらせらんないよ。でもなんか私はうんなんかさ一人だったらうん全然いいんですよ。うんそれはメンバーのことそれとも自分のその身内の人。そういうことです。私がなんか何もなくて本当に一人だったら、てんてんこちゃん超いい人超真面目ないい子だよ。そういう意味ではね俺もこの仕事を10年やってますけど親に言えてないですから。だからやれてるっていうのはありますから。でも妥協っていうのも当然俺も妥協ばっかしかしてきてないから妥協してきたから俺 AV 監督になっちゃってるからいいのよ。そしたら例えばよそこはさ俺も映像の仕事してるから撮り方ってあるから例えばよ極力てんてんこちゃんを傷つけないでもてんてんこちゃんにもちゃんとこうね変な意味じゃないよストレスがちゃんとかかるっていう取り方って言ったらさ普通で言っちゃったらだよ。じゃあ例えばだよじゃあもう俺がこれを見てね俺がこのてんてんこちゃんを成仏させるからね俺はここに向かってかけるよ。でもその時にここにこうやってカメラこっち側からやっちゃったらさ俺越しに映っちゃうよ。それ残っちゃうよ。でもそれは私嫌だっていうのは分かるよ。住む世界違うから。こっち側にこうカメラがあればてんてんこちゃん映んないよ。でもここにてんてんこちゃんがいる気配っていうのは分かるからそれは俺の緊張感っていうのは出るから。いや分かんないよ。俺言ってることは間違ってるかもしれない。だってこの笑顔が本当に楽しいその場では楽しいと思うよ。みんなもスタッフも盛り上げてくれるだろうしだからそれがさ、あれじゃないですか今やろうとしてるのは大きい画面に一番出さないよこれは。だってこんなの出したくないでしょ。出さないよ。俺も嫌だよ。俺がかけてるとこ出せないよ。まあ分かんない。
これだけ出すのは面白いかもしれないけどね、3秒ぐらいね。で撮り方もこの状態よ、俺だけこう映ってるよ。俺たちが今やってることはドキュメントだから、ここも使うから、この俺がこうやってね、こうやってかける行為をやる、ここだけを見せるもんじゃねえから、ここだけ見せちゃったらさ、なんかもうただのお笑いじゃん。でも俺たちのこのなんかさ、全部この含めてだから、チャーハン食ったとこから始まってるから、その結果がこれだったら、俺はこれ一つのなんか俺たちで作ったもんだよ、映像だよ。そしたら俺もこれにかけることに俺も意味が見出せるから。俺はもうね、てんてんこちゃんのドキュメントでもあるけど、俺のドキュメントでもあるから、俺はもう終われないから。俺はもうてんてんこちゃんがそれも見てるのも嫌だっつったら、俺はもうトイレ行って一人でやるよ。で俺は俺で終われるよ。そうそう。いやごめんな、もうほんと俺分かってんだけどね、今日大事な日だよ。もう早く寝かしてあげたいよ俺。ごめんね、泣かしちゃって。でもね、ごめんね、俺あんなね、ほんとすごい会場で歌ってるね歌手のねアイドルの人に向かってね、俺みたいな本当にもうね、もう社会の底辺でねこううねうねしてるやつが言うのもなんだけど、物作るってやっぱそんぐらいの感じだよ。分かんない、ごめんね、なんか俺何言ってんだろう、ごめんね、調子乗っちゃって。苦しいでしょ絶対。まあだって苦しんできてるでしょ、だってこれも。いや俺てんてんこちゃん、いやなんかでも逆に興奮してきちゃうっていう人間でもあったりするのよ俺は。それはね、なんでかっつったら俺 AV 監督だから。腹立ってそうだよね、当たってくるよね。でもね、もうしょうがないのよ、もうこういう俺もこういう差がなのよ。なんでそのなんでその選択がなんか、なんでその選択がこのライブ終わってリハ終わって2時から、今53時間。そうだよそうだよ。でもこの話をし始めてからは2時間あるかないかぐらいで、なんでその、明日の解散ライブそうだよ。私がいろいろ好きな人とかも呼んで、なんでそこでその最後に、その3秒で変な映像を流すっていうのは面白そうだなと思ったけど、なんでそれがなんで私がなんでその感謝になるの。そのこの3時間とか2時間でやりますって言えることじゃないでしょ。そうだね。わかるよ。そっちはそういう仕事をしてるから、大変なことじゃないかもしれないけど、だって私ここでだって
なそうだけど、なんかわかんないけども、終わらせるために頑張ってきてるのもだし、じゃあみんな、じゃあ、この企画を考えた人も、それに関わったビスの人全員が、横浜アリーナの一番最後に、私が乱射される3秒間の映像を撮りたくて撮ったってこと？違うよ。何でもいいんだよ俺は。別に3秒間っていうのはさ、口当たりがいいじゃん。3秒間のなんかそのインパクトのある映像を撮りましょうよって口当たりがいいじゃん。俺が撮りてえのはそこじゃねえよって話よ。気持ちだよって、どういう気持ちでやんだよって。なんかビスにかけてきた思いとかさ、そこはさ、俺もなんかビスっていう存在をさずっと追ってきてる人間じゃねえし、たまたま今回こうなってさ、このねみんながね、それこそてんてんこちゃんがリハーサルやってる時間だよ。俺も同じ時間だよ。同じ時間でてんてんこちゃんってどんな子なんだろうって、まあまあネットとかでバーって見たよ、つぶやきとか。まあでも分かんねえよ、一緒になんかチャーハン食ったぐらいじゃ。でもこうやって話せば分かるよね。君がそうやってビスっていうものになんか愛情を注いできたこととか分かるよ俺だって。でもなんかそのさ、何にもないって何にもないなんだよ。カメラの中になんか映ってるものが何にもないは何にもないなんだよ。多分こういう俺たちが話をした話だけで終わってもいいよ多分。アイドルだしできませんよそんなことでいいよ。でもそういう人じゃねえじゃん。もの作っていこうっていうなんか気持ちすごい強い人じゃん。自分を表現していこうって。今までいろんな人と関わってきたわけじゃん。ビスっていうのをやってきて、それはみんなそれぞれの関わり方ってさ分野が違うから、でも同じだと思うよ。その人たちがその自分たちの持ってるできることでビスに関わろうって。俺は AV 監督だから音楽とかもできないしね、ギターで共演しましょうとか誰も見たくないよ。で俺もそんなのやりたくないし恥かくだけだし。でも同じ恥かくんだったら俺別に自分のなんかできるもんで恥かきたいし、思い切り俺も関わったなってなりてえし。だから他の人は分かんないよ俺。他の監督ともそんな別に仲良しじゃないから、どういう関わり方してるのか分かんないよ。みんなそれぞれの関わり方だよ。相手も違うし。俺はたまたまてんてんこちゃんに関わっちゃったから。そしたらまあ少ないね情報量の中でもなんか本質的なものは俺も人見てきてるから感じるから。さっきも言ったんですけど、絶対、その3秒の3秒じゃないにしろ何かしらやったらすごく話題にはなるかもしれないけど、でも私はそれだけのために生きてるわけじゃないし、私がこれからそうだねやっていく活動には正直わかる。必要ないと思う。必要ない。俺もそういう意味じゃないから、なんかビスの延長でのことじゃないよ。今後始まることの3秒なのよ。私はビスではすごくいいと思う、でも私の人生そうだがね。必要ない、必要ない。いいよ、そうだよ。俺もそう思う。じゃあもう一個だけちょっと言わせて。でじゃあ俺も
てんてんこちゃんの顔にかけるっていうことっていうのは俺過激すぎてやる必要ないと本当に思ってます。ただここね、俺からしたらね、わかんないよ。でもそのなんかエルトポね、ホドロフスキーいいっすよねっていう感覚でいくと、これにかけるのは俺はなんかありな気がする。美味しい、いい意味でだよ。そのビスの延長じゃなくて終わりにしたんだっていう意味に取れる。それはなんでかっつったら、俺たちの今までずっとこれ喋ってきたじゃん。これ使うから、この会話を、この行為だけを取んないから成仏させたってことだからね。それは俺ね、単純にちょっとかっこいいなと思っちゃうよね。俺もかっこよく映るなみたいな。あ、ごめんね。まあでも俺もそういう戦いだから。はい。あ、ごめんね。そうですね。ごめんね。そのプレーの強度とかの問題じゃないから、多分ビスさんのこういうものはさ、プレーの強度じゃない。プレーって言っちゃうは失礼だけど強度じゃん。もっと強い強度でいかねえとなみたいな、だからエルトポなんだよ。多分これビスもそうよ。俺失礼な話だけどニップレスしてとかさ、ズル覚えちゃったわけよ。裸でなんか走るとかさ、ハメ撮り風とかさ、ズルだよ俺からしたら。AV はズルしねえよ。まあズルもしてるやつもいるけど俺はしたくねえからしないよ。そうでもさ、ズルで終わるの、ズルで終わっちゃってたらきついわけじゃん。でそれ気づいちゃったわけじゃん。4人目の敵倒したとね、ビスでやって活動してさ、過激な活動してさ、ズルもしながら。でもやっぱさ、普通の一般人よりはさ、こうチヤホヤされるしフォロワーも増えるし、それは嬉しいよ。麻痺するじゃん。でも耐えらんないっていう自分もいるわけじゃん。ここじゃねえんだよ私って。それってなんだっつったらもう自問自答の始まりだよ。でてんてんこちゃんはこれからそこの世界に行こうって自分一人でやろうとしてるわけじゃん。今まではね、その他のグループがどうとかね、グループ内の誰かとかさ、そういうものと戦いもあったりする。でそこでなんか自分っていうのを確認する作業をしてたわけじゃん。でも一人で何かやるっていうのはさ、そこじゃなくなるわけじゃん。自分との自問自答じゃん。自分が納得するかどうかじゃん。その姿勢にみんな精神性を感じていくわけじゃん。フォロワー増やしたいためにつぶやくじゃねえじゃん。フォロワーが喜ぶためにつぶやくなんかつまんねえじゃん。ごめんね、なんか全然俺なんてね、もうなんかごめんね、なんか知ったようなこと言っちゃってますけど、でも俺はなんかエルトポ見てそういうの感じちゃったのよ。かべえな、やっぱもう5人目いかないとこれダメだなみたいな。どうする？やる？あ、行ってきな行ってきな。そりゃそうそりゃそうそりゃそうだよ。あ、大丈夫？もうだいぶ疲れてきてるからな。ごめんなごめんな。でもなんとなくそういう表現ってちょっとなんかさ、あんま良くないみたいな風潮もあったりするじゃん。なんかちゃんとしないとみたいな、なんかね。だからなんかみんなビスにちょっと精神性を感じた部分もあるんじゃないの？ちゃんとしてないなみたいな。アイドルとしてちゃんとしてないなみたいな。そうそう、なんかみんな抱えてると思うよ、そういうのは。ね。でもあくまでもね AKB っていうメジャーがあるこうそこに向かっていくなんか挑戦者っていうかカウンターパンチみたいな存在だったわけじゃん。そういう人たちがいなかったわけじゃん。みんな AKB に行っちゃうところをねマネしちゃうところで、そこはやっぱ渡辺さんとかも熱い人なんじゃない？こういうアイドルいてもいいだろうみたいな。アイドル好きじゃないですかね。あ、だからできたのかもね、じゃあね。
もうちょっと何時今。 5時4分。そうでしょ、もうやばいでしょ、早く寝たいでしょ、もう。いやもうどうでもいい。あ、そっかそっか、そうだね、まあ逆にバーッと冴えちゃうかもしれない。うん。どうでもいいまあですけど、うんうん、あ、この写真じゃない方がいい？いや別にそういうこだわりはないんで、うん。一応見ときますね。あ、うん、そうだよ。そんでわかんないけどね、じゃあ北の国からって見たことある？そのね、純っていう主人公が東京に行くんですよ。東京に行くまでの運賃を安く上げるために長距離運転手の人にその1万円札を渡すわけよ。でもその運転手はその1万円札を受け取れねえっつって、その1万円札見てみろっつったら、その1万円札に泥がついてるわけよ。お父さんはそういうさ、土をいじってその1万円を稼いだんだってことを忘れんなみたいな。うん、だから俺もこのプレイボーイは持っててほしいわ。俺がかけた選手のそう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 。俺の今回かけるこの精子っていうのもちょっとだから意味合いは違うよ。俺もいっぱい精子を出してきたけど人生で。ちっちゃい。ん？ちっちゃいです。あ、ちっちゃいサイズがね、もっと大きくね、大きかったらいいね。取り替えたい。うん、だからちょっとね気をつけないとね。間違ってこのきりたんぽちゃんにかけちゃったりしてきりたんぽちゃんはまただから違うそうじゃん。多分こんな話になんないよ。俺もきりたんぽちゃんがペアになっちゃってたら、ね、わけわかんない映像だよこれ。どうしよう。うん、そうね。低い方がいい。あ、そうでしょうね。低い方。大胆なことやるよな。ちょっとでもね、俺も正直だからさ、そんなこんな状況でやったことないから。うん、でき。だからちょっと一旦ちょっと俺も気持ちが入らないとあれだから、一回ちょっとギュッとしてもいいですか？ちょっとギュッとさせてもらっていいですか？その一回ぬくもりがあればここにより感情が入れるから、一回ちょっと立ってもらってギュッとさせてもらっていい？やっぱ俺もやっぱそこはちょっとだけその、だってハグ会とかやるんでしょ？うわ。いややっぱそこは俺も男だもん。そんな俺ロボットみたいに立たないよ。俺監督だもん普段。男優さんじゃないもん。ちょっとなんとか俺にもちょっとね、そこはちょっと俺のなんか喜びとしてちょっとハグをさせていただけないですかね。オタクがみんな死んじゃう。死んじゃう？どういうこと？オタクが死んじゃう？ああ、てんてんこちゃんのオタクが死んじゃう。あ、じゃあやめよう。それは俺望んでない。あ、ごめんね。俺はそこはやっぱ俺はもう仕事だから。いや、分かりました。じゃあどうなんですかね。でもやるんでしょ、ハグ会って。そう、その感じ。これは単純にじゃあ俺今からじゃはその気持ちでするっすよ。やっぱ俺も高めないと気持ち。すごいなんか話してることはふざけてるけどすごい真面目に語っちゃったから、この後にやっぱ出すって結構なのよ。そうそう、ちょっと切り替えないとみたいな。ね、すいません皆さん。そうね、緊張しちゃうね。あ、緊張しちゃう。こういう感じでするの？何秒するの10秒。すごい、10秒間もハグしちゃうの？
チェキがなければ。ああ、チェキも含めて10秒。あ、チェキしちゃうともっと短い時間が。AKB と一緒だ、じゃあ10秒っつうのは。そうですね。8回。あ、上に来るタイプなんね。ありがとう。ありがとうございます。わかりました。じゃあ頑張ってね。よし。やったんぞ。かけちゃうぞ。てんこちゃんに。本人を目の前にしてぶっかけてあるぞ。すごい贅沢だよ。よし。このミノルさんのシャカシャカは映像判定となり、第3ステージの審査会議でまとめてみることになりました。それだけだ。いや、それもう下にね。はい。それだけで。そっちの方が不確定の方が跳ね上がりがでかい。でかいポイントがそっちはでかい。漫画に。肩叩くのも忘れてたな。ただ、この映像は朝、ミノルさんが一部のスタッフに見せていました。はい、じゃあ山下さん。具体的なポイントは何もないです。で、そのなぜ硬いかっていう話を聞きまして、でその過去の話をね。めっちゃ楽しみです今。寂しさより楽しそう。またなんか次始まる活動で絶対立つより頑張ろうっていう気持ちにはなりましたね今日。その仕事以外ではそういう辛い時とかはなかった？その時期が結構長かったんで1年ぐらいあったんで、それ辛いね。かなりストレスでしたね。その男性を見る目っていうのはそれで変わったりする？私、あれです、男の人結構苦手でダメってどういうふうにダメなの？普通に話してるじゃんこうやって。今はまだ、なんかお仕事でっていう感じだからいいんですけど、プライベートと余計に男の人だからっていう理由で、まず標準のなんかラインからだいぶこう苦手ラインに勝手に下げちゃって自分が、全員それをなんつうの、その男の見方を変えるような男性は現れなかったの？でも恋愛経験はもちろんあるでしょ？ありますよ、ちゃんと、ありますけど、なんか終わるとその人が気持ち悪く見えたんですよ。わあ、残酷な女だねでも普通に付き合ってる時はもう普通です、普通です。いろいろね活動してるなと思って、今日週刊誌見たらなんかグラビア載ってましたよね。どう自分で見て。いや、ようやりましたねいやー、一人だったら絶対やらないですよでも別にこれをやったことになんかすごいなんか嫌悪感があるとか、なんか恥みたいなことは絶対思わなくて、なんかビスでこの6人でなんか断る理由もないなみたいな感覚でやってますね、私は。一人ではやらないです。まあいろんな意見があるでしょうし、これが超嫌だっていうファンの人もいるだろうし、これで好きになったっていう人も逆に現場にはいるだろうし、それはそうだ。なんとも、だから答えはなんかいろんな答えがあるから、別になんか、どのお仕事もちゃんとつながってはいるんで、っていうふうに思います。すごい。すごいすごい。で、だいぶ疲れたね。
明日に備えたいです。そうですね。はい。わかりました。はい。じゃあ。あら予想通り。予想が当たることはないキャノンボールが予想通りっていうのは不思議ですね。でもしかも短いっすね随分。もう絶対無理だよ俺。もうこれピント回らないよ音でほら来た。男性と会うととりあえずどんな人でも一番下のランクに置くんだって。そこまで言われたらさ俺何もできないよ。マスクした人が喋ってる絵しか撮れてない。これちょっとあれですか、自らもうあれですか、こうちょっと敗北宣言に近いあれですかね。これはどう捉えればいいんでしょうかね。これは敗北宣言ですよ。もう戦わずしての負けですよ。でしょ。そうなんだ。すごい。いやこれ止まるのしんどいよ。いやしんどいよそりゃ。いやすごいよね。何あの人たち。すみません。じゃあ寝顔プラス1。寝顔。ポイントになるんですか。本当の寝顔。悪夢じゃない。きついわ。で今日朝ゆっくり寝られましたと。でね車でここ来るときに初めてね彼女はね俺に質問してくれたんですよ。嬉しいですね。会話が生まれた。一言とは？その一言とはライブとか行きます？さすが。過去話があるとすれば、まあそうですね。そうですね。そうですね。まあ唯一それだけです。まあけどほぼ固い過去話です。そうです。いいじゃない。じゃあ山下さん過去話はもうここでポイントされました。いやそれはすごいっすよ。山下さん、巧みな話術で貴重なトラウマ話を引き出し、ポイントに結びつけました。7だね。7です。じゃあ今田さんです。はい。じゃあ見てます。見てんの？後でおしっこしますよ。おしっこも見てます。そうだ。AV だ。なんかね、なんかそう今日自分で話しててその後いろいろ考えてるんですけどね。どういうことなんか、考えるタイプだって言ったけど、その反対で考えないタイプでもある。とりあえずやってみようみたいな。そうこうしたらこうなってこうがこうなってでもこうだからちょっとここはやめとくとはならない私は。とりあえずやるかやらないかだったらやるんだ。もうやっちゃう。やるかやらないかの二択だったらやります。男らしいね。でもね怒られるよ。誰に？なんか前南波先生に怒られた。ダメだよって。なんかプーちゃんみたいな。人生は黒と白だけじゃないんだよって。グレーっていうのも好きな人もいるんだよって言われて。クソ暗いと思った。プーちゃん全然嫌じゃなかったの？って何ですか？別に嫌ではないですよ。恥ずかしさはあるけど。もう最初の10分ぐらい。恥ずかしいな。それは面白いなと思ったんだ。やろうと思ったの。面白い。なんかねそこまで考えないですね。ウイポンとかはそこを考えるんですよ。面白い。これがプラスになるか。全裸やったら面白いとか。それを連打も置いといて、考え方の例えとして、それから考えるけど私はアイドル全裸したら面白いじゃんとか一回も思ったことない。あ、そうなの？ない。どう思ったの？まあいいかな。軽い。理由あんまりいらない。
なんでなんですかとかあんま聞かないかも、渡辺さんに対して。これやろうって言われたことで、プーちゃんはそういうので傷ついたことはないの？ない。そういうことではない。どういうことで傷ついた？内紛とかの精神的な、内紛とかそういうののあれはあったけど、ジェンダとか血まみれとか坊主とかで、なんか別にそういうのはないよね。アイドルはやりたいわけじゃなかったって言ったじゃない、なんていうの、なんかを表現することに興味を持ったから。全然表現することにも興味ない。何に興味あるの？ただ歌を歌いたかっただけ、本当にただそれだけ。自分で歌詞書きたいとかもなかったし、曲作りたいとか、こんな歌がやりたいとか、俺はこれを伝えたいみたいなのもなんもないから、ただ歌は楽しいなみたいな。別に本当普通の子なんかい、君は。そうですよ、それはめっちゃ言われるのに、なんもない、なんも別になんも面白い歴史も何もない、価値観もない、面白い。ほっとくとね、眠ってしまいそうだ。ふーちゃんが。全然だって。ちょっとさ。何ですか？初めていたした時の話とかは？なんか処女ですからそのね、アイドルというのはね、もう夢を与える仕事なんですよ。たとえね、絶対処女じゃないだろうっていう人でもね、やっぱアイドル名乗ってる以上ね、もう処女を貫き通さなきゃいけないと思う。アイドルなんだ。その辺、自分で言うのはアイドルでしょ。自分はアイドルだ。自分で名乗るときは別にアイドル。アイドルね。アイドルだからいいさ。だってアイドルじゃなかったら売れてないし、アイドルだから許されてきた。でもこれがだってアーティストですって言って、もし脱いでても何の面白みもないし、確かにね。歌が下手だったら、アイドルだから許されるけど、アーティストで歌下手だったらみたいな。ダンスもそう、全部そうでしょ。アイドルだから甘やかされてきた。じゃあアイドルになんていうの、寄りかかってきた部分は自覚はあるの？もうそれはもうだって言ってますもん、いろんなとこで。なるほどな。歌が歌いて面白ければいい、毎日が。リスは結構じゃあ面白かった？リスは面白かったよ。リスはまあ成功だなって思う？いや、やってよかったなと思うけど、何でもだってなかった、成功してないから。負けの物語。どこら辺が？だって武道館建ててないし、何にも約束守れてないもん。失敗ですね。でもなんかだからといって武器みたいなのもない。全部に関してやりきった感が半端ない。活動とか、悔いがないからやってることやったし、でもアイドルはやっぱり家庭なんで、全部どうしたってアイドルっていうものが芸能界で。
どうぞ。おはようございます。ん？何するの忘れてた？あ、忘れてた？お前、ハメ撮り監督と夜を明かして。寝起きはいい方なんですか？パッと決めますよ。あ、本当に？人はいれば特に。変なお仕事。お風呂入りますよ。よい。なぜか今田さんはプーさん用にあたがわれた水着を着用していました。何かのきっかけにしたかったのでしょうか。ママみたいになっちゃった。ママすごいな。お。でもこれ国技館なんですよ。そうだね。なんか思い出深いあれとかあります？国技館でのライライブワッキーの脱退だったから。ねえ、みんな泣いてましたね。作ってくれたんですよ、これ。ファンの人が？そうで、昨日回収に送られてあ、すごいね。ちょっとね、派手だから狂気を。あ、超臭いっすよ。だって昨日リハもしたし。私も買うの？そんなに？そう？そうでもない。前にじゃあちょっとチュッチュってやってこのほっぺたをチュッチュってやってチュッ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 頑張れ。イエーイ。みんな仲良くなってるのかな。わかんない。死にたいとか書かれてたからね。きっとね、きっとね、それ知ったらすごいへこむと思うよ。へこむんですか、あの人？きっとその彼のテンションと真逆だと思うね。でも得てして男と女って感じだったね。そうだな。男は絶対そういう側面を見ないからね。ポジティブなことしか考えないからさ、男って。そうなんだ。ネガティブなこと一切考えたことないからね。振られてもだよ。そこですごく反省するやつって見たことない今の男で。俺もそうだけど。最低や。基本バカだからな。基本バカだから男はな。部長ドトールじゃないよ。タリーズがいいって言ってるよ、この子。この子リーダー相手に得意のなあなあなスキンシップを発揮し、大量のボーナスポイントをゲットした今田さんがトップ浮上です。歩く。俺たちよし、歌詞とは思えない感じがいいね。本
当あれ看板だけだったかも。本当？誰か見える2階に。あ、本当だ。遠くね。これ横あれまで走った方が早い？車回してもらっていいですか、じゃあ。誰か。運転できますか？差しっぱ。タリーズ。俺の勝ち。俺の勝ち。よし。ああ、だいぶそれもあるね。ちょっと気持ち悪くなっちゃったね。あれ、いっぱいいるわ。あ、本当だ。そうなるよね。そうなるよねって。頑張ってください。ありがとう。まあでもちょっとなんかリーダーならではの面白さっていうのは、みんなのライブが来るんですよ。何が書かれてあるんですか。それがちょっとしりとりの簡単に言えば、まあ、帰ってほしいんだみたいな、早く寝てよみたいな。そりゃそうだよ。こっちも分かってる範囲の話。そうでもまあ死にたいって言ってる人はいた。ここでしょ。あ、ここか。ここでしょ。そこは分かんない。あ、そうだ。でもあれなんですね、そのなんかこう怪しいみたいな、なんか変とかそういう感じじゃないですね。なんか変って感じでもなかったと思う。まあでもそっからが勝負じゃないですか。絶対そうなんですよ。そうそう。メンバーの戸惑いはもう承知。そっからですからね。8するいやー、痛いな、シャカシャカゼロって。ゼロにはなんない。絶対ゼロになんない。じゃあ柳井さんね。まあそういうスタートだったんですよ。いやいや、昨日のテンションから一回話してもらった方が。そこ大事ですよ。君玉人が変わったようなちょっと一番面白い。そうだよね。節目がちだからね。部屋入って出会い頭そういう感じなんで電話しちゃったりして。はい。そこでその最中じゃなくて。じゃないです。入ってちょっとここから朝までの流れを説明しだしたぐらいで、あ、そういう話なんだってなって。ちょっとじゃあ電話しますって電話しちゃって。リハーサル前と後の全然違う顔になっちゃってた。泊まるの？カメラマンさんも泊まるんですか？ここに。ケースバイケースじゃないですかね。でも確かに寝顔を撮りたいんですよ。そういう感じなんですか？そう。あと寝起きっていうのを撮りたいんですよ。あと俺部屋ないんですよ。車中泊なんですよ。嘘。だから普通シャワー借りて普通にベッド借りれたらいいなっていう。プールのとこもそうなの？こういう。知らんだ。いや違うよ、小障子これあれだよ。いやちょっとそれないっすわ、出てってくださいっていう選択肢も当然あるよ。あ、そうなんですか。うん、そう当然あるよ。じゃあさ、当然あるよ。プールの部屋にさ、2人で行けばいいじゃないですか、カメラマンさん、プールのカメラマンさんと。で、小障子の部屋にプールが来ればいいじゃん。いやそれはあれだね、うまいこと言ったね。うまいこと言ったね。でもね、うまいこと言ったけどあれだね。そういうことじゃないですか。そう。何向こうはなんて言ってるの？なんかね、小障子がプールの部屋に行って、そしたら、カメさんが小障子の部屋に来るから一緒に寝る。そんな何にも意味ないからマジで。いやマジそんなヘタレだと思わなかったわ今ださ。今取る気ないんじゃないのプールのこと。でも、ちょっとこれまで回ってます。回ってるよ。もうどうする？止める？いいよ、止めていいよ。いいですか？一瞬。分かった、一瞬止めるよ。そう。知らなかった。みんなそうなんですか？いやだからあれだよ。みんなそれぞれの話し合いのもと全てを進めていくっていう話なの。あ、それぞれって。それだけなの。そう与えられたお題は。へえ。めっちゃ足臭いと思うんですけど、風呂入るかな。かがして。やめてください。一個メール返してからで。いいっすよ。俺ずっと考えてたの。もうどうしようかなって。結局そのビスっていうのがさ、なんかアイドルがやっちゃいけないことをやってる様をみんなが楽しんでるっていうところがあるじゃん。
だからね、ただしんみり解散ビデオじゃなくしたいなと思ったの。俺にできることっていうのと小障子にできることっていうのをこう掛け合わせた提案だよ、提案。ビスなりのハメ撮り。なんすかビスなりのハメ撮り？いや、ビスなりのっていうよくつけるじゃん。ハメ撮り？ハメ撮りっていうのは意味わかるでしょ？ウケる、アイドルに AV 見してる俺。うわ、おっぱいでか。この人特殊な人っすよ、そういう。どういうことですか？いや、おっぱい大きいで売ってる人っすよ。あ、そうなんだ。これ俺っす。イメージ湧いた？あかんやろ。セックスやないかい。だからそうだよ。小障子はセックスできない人だ、セックスをこれの前でしちゃいけない人だから。これじゃなくてもしちゃダメなんですから。そうだよね。少女だから。そんなことは俺分かってるんですよ。でもビスなりのハメ撮りっていうものは絶対何か表現方法としてあるはずだなって俺は思ったの。なるほど。まあなんだろう、チューはするんじゃない？それちょっとこれもうそれギリじゃなくて赤いじゃないですか。わかんない。どうなんだろう。いやそれもだから俺こんなね、ごめん、ライブの前日に、なんかすごいお題ね、こっちはこっちででも俺も真剣だからそう、まあ本当に面白いもの撮りたいと思ってるから。AV ちゃんと見なきゃなと思ったでしょ。どうして？意思の疎通ができない時かもしれないじゃないですか。あ、その自分がそういう場面になった時。そうそうそう。行ったりする？セックスで。わかんないですけど、行くの私行くのがわかんないんですよ。なんだろう、外とか中とかある。なんか中とか全然わかんない。だからちょっと待って。ほら男の人は自分でこう触って自分でこうやりますね。やるじゃないですか。女の人でもなんか全員じゃないけどやる人はやる本当にと思うんですよ。だメンバーの中にもいるんじゃないですか。本当に？すごい毎日やってるんじゃない？やってる人いるんじゃないですか。嘘でしょ。なんだっけ、てんてんとかそういうタイプじゃないですか。嘘でしょ。いや本当に。なんでてんさん？てんてんはそういうタイプですよ。なんで？いやもうそれは分かるんですよ。統計学。例えば分かりやすい例で言うと、しゃくれてる人はすっごい感度がいいんですよ、体も。いや本当に本当にメンバーしゃくれてる人いないよね。ないけどてんさんちょっと顎長い。あ、ちょっと長いのね。ちょっと長い。なんでか分かんないけど、全然理屈は分かんないけど、しゃくれてると関係ないでしょ。いや絶対関係あるの。だって絶対そうなんだもん。感度がいいっていうのはちゃんと表した方がいいんですか？なるほどね。気持ちいいですとか言った方がいいんですか？いや何をしたらいいんですか？可愛い質問してる。もじゃもじゃ。恥ずかしくなっちゃうの？そうですね。すごいな。プレイどうなったんだろうね。いやいいよ、もう別に連絡しなくて。寝るでしょここで。そうですね。プレイ。本当も4時だ。そうなんです。何で起きました？9時かな。いい、俺ここで寝てて。いいですよ。もうお願いなんですけど、朝まで付き合ってほしいんですよ。明日の。どこでですか？考えてる。そういうことだから今日は寝てほしいんだよね。なるべく。まだじゃないですか。いや寝てほしいんです、君には。家を嗅いでみていい？やだ。なんで？なんじゃないでしょう。でもなんか靴下なんか嗅ぎたがる人いますよね。そうその口です。そういう人ですか？なんでなんですか？知れるじゃん、その人のこと。匂い？そう。いただいていい？いただいていい？いただいていい？よくないでしょ。じゃあ寝てこっそりやってください。分かった。ありがとう。とりあえず。今日が終わるんでおやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。ハグしていいですか？
あ、嘘、さっきおっしゃいましたもんね、朝も。感想、感謝の気持ち。感謝の気持ち。ありがとう。はーい。じゃあ明日、何が取れたら俺の成功なんだっけ？朝日ですね。違うね。俺たちのハメ撮りだよね。じゃあおやすみ。おやすみなさい。はい。あ、消えた。全然臭くないです。もう半だよ。もう9時半だよ。起きなきゃ。水着で朝の支度。水着で朝の支度してる姿を撮らして。なんか意味は分かんないけど。朝の支度をほぼ服着るだけじゃん。いや、なんかこう顔洗ったりするでしょ、多分。だってお風呂入るじゃないですか。あ、そっか。まあ歯磨くぐらいかな。うん。素敵ですね。なんでこの水着なんですか、このおばちゃんみたいな。ね、ちょっとね、これなんかこう持ってきたのがいっぱいあって、俺選ぶの最後だったらそれになっちゃった。あ、みんなあるんですか。いいじゃないですか。いや、水着だから。いや、なんか。体鍛えてんの？そう、鍛えてないんですよ、私。何もしてない。腹割れてるじゃん。そうなんです。勝手に割れてるんですよ。ちょっと毛が生えてる。小庄司さん、朝です。朝ですね。今日ですね、もうそうっす。あと7時間後。何時からだっけ？9時半からだから今10時。あ、もうすぐだね。ビスなりの日本武道館。そう、ビスなりの。ビスなりのハメ撮り。